チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい。皆様、こんばんは、こんばんは。聞こえておりますでしょうか？どうもこんばんは、カラスマ100です。皆様お集まりいただきありがとうございます。本日はですね、日本とアメリカ戦争へ向かう政治の暗闘時事雑談ということで、ガザ停戦中の死者が膨れ上がる中、アメリカはベネズエラ付近に空母を派遣したりしています。一方で日本では行使事実を背景に高市政権がやりたい放題をやっていますので、ちょっとですね複雑な構成になっちゃったんですけど、アメリカ政治が大変やばいので、日本の政治とですね絡めて、解説するというちょっと形でやらせていただこうかなと思っております。現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人について取り扱いますので、視聴にはご注意ください。またカラスマ配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く集まったり誰かを笑う意図はありません。また、チャットやコメントでの書き込みは自由にしていただいて構いませんが、配信者は全ての差別や誹謗中傷に反対しておりますので、不穏な書き込みは削除等する可能性がありますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、生姜さん、ケイトさん、マヤエフさん、音花風花さん、ペタさん、ミニラトルさん、もちもちさん、ドセイエックさん、キアミフさん、グオメキレオさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。キアミさんなんか名前一覧にしていただいてありがとうございます。抜けてないですよね。はい、ありがとうございます。日曜日に近所のモスクで公開講座がありました。ご近所にモスクがある方は一度見学に行かれるといいです。イスラム教が増えると治安がっていう連中もですねはい、だからね、モスクとかには本当触れた方がいいと思いますよね。資本家が流行らせたい流行語大賞にはちゃんと触れます。あとですね、視聴者の皆様の名前がですね、お名前ではなく ID の方で表示されるようになった問題なんですけど、調べた結果ですね、元に戻んないっぽいんですよね。なんか4月ぐらいから順々にランダムでいろんな配信者がこういう感じになってしまっているようでございまして、はい、ということで、ちょっと皆様ですね、ID、お名前読んでいただきたい方はコメントに書いていただくか、ID の方をお名前に変更するなど、大変申し訳ないんですけど、そういう形でよろしくお願いします。はい。いや、なんか勝手に変更しないでほしいですよね、システムをね。はい。新ワークライフ、ワークバランスとかっていう。相葉修参考カラスです。月末の範囲民デモにプロテストしてきました。お疲れ様です。ごっそり人数が減っててお借りしたトラメガで吠えたら突っかかってくるような極まった奴らしかいませんでした。いやー、お疲れ様です。いや、寒くなったんでね、少し静かになっていただけないかなと思いますね。はい。健康について考えていました。というのもアメリカとかで貧乏な人になぜ太るのかと、栄養状態が偏った方が肥満率高いですからね。はい。つばきさん、コンカラスです。100万天原サロメさんに対する誹謗中傷はやめましょう。はい。関係ないのですが、はい。別にすいません。熱心なファンではなくて申し訳ないのですが、なんかひどい誹謗中傷に遭ってるようなので、私は全ての誹謗中傷に反対しております。はい。伊集院翔さんは毎年恒例の流行語大賞ノミネート言葉で曲を作るんですが、早速働いてを作ったやつが YouTube に投稿されてる。そうなのやめてくださいよ、ゴールデンボンバーさん。いや、今年の流行語大賞はこれ乗っちゃダメなやつでしょ。そうですよね。私のチャンネル以外にもずっと前から ID 表示になってるチャンネルさん結構あるみたいなんですよ。はい。いや、ヒジャブ罵倒とかね、本当に直球の差別を隠さない連中が増えましたからね。そう、自炊するのがね、苦手だったり、私もそうなんですけどね、お惣菜とかで済ませちゃうとね、太るので、はい、栄養バランスが偏りがちなので、はい、ちょっと2時3時3に関してはちょっと別の機会でまたちょっとコメントしますので、あれしますが、とにかく誹謗中傷はやめましょう。
いやー、桐生院さんは毎回やってるんでしょうけどね、ちょっと今回は控えていただきたかったですね。ちょっと残念です。はい。ということでですね、早速本題に入っていくんですが、こんな感じでちょっと若干複雑な構成なので混乱するかもしれませんが、Google ドキュメントにリンクはまとめております。まずはいつも通りパレスチナの現状の説明から始め、日本とアメリカの共同という大きな、グラフで日本、アメリカ、日本、アメリカ、日本、アメリカみたいな順番で、ベネズエラと移民問題、ウクライナと軍拡問題、中国と日本と自由主義の問題、知識とマスコミと海水浴産の問題で、最後にネオファシズムの問題という形でまとめに入ろうと思っております。はい。なので海外事情に興味ない方もね、おそらく分かりやすいのかなと、かえって分かりづらかったら申し訳ないんですけど、はい。ということで、ぜひついていただきたいなと思います。あとですね、私も台湾について勉強不足なんですけども、駒込武先生の講演会、3つの戦争台湾塩分地帯における戦争体験というのが今度の木曜日やります。興味ある人はぜひクリックしてみてください。兄弟でやるそうです。オンラインもあります。参政党ぶっ壊すさんコンカラスです。真摯に受け止めます。いや、ほんと真摯に受け止めますにしてくれよだよね。高市さんも言ってるし、斉藤元彦さんも言ってるし、参政党はあんまり使ってる記憶ないけど、ですね。いや、ほんとね、そう、土星 X さん解説ありがとうございます。なんかね、いや、概要は知ってるんですけど、いやネットの誹謗中傷をやっぱり規制するしかないんですけど、今の自民党に規制するとなんか自由主義自体が毀損されそうで、それが怖いなというふうには思っております。はい。ということでですね、すいません、ちょっと前置きが長くなりましたが、まずパレスチナの現状についてお話ししようと思います。パレスチナの関連ニュースを追っている方には基地の情報かもしれませんが、ガザの死者がついに、公式で7万人を超えました。停戦後も散発的攻撃続くということで、なぜ停戦後も虐殺が続いているのか言わないのか私にはよく分かりませんが、パレスチナ自治区ガザの保健当局は29日23年の10月戦闘開始後のガザの死者が7万100人になったと発表しました。10月の停戦発効後もイスラエルの散発な攻撃が続くほか死亡認定が進みました。人道状況も停戦後は改善せず、冬の到来でさらに悪化することが恐れられます。戦争関連死はさらに増える可能性が高く、負傷者は17万983人に及んでいるということです。いろいろな、解説に出てる話なんですけど、これ非常に硬い数字でして、実際に亡くなったことが、ガザパレスチナ地区で間違いないと保健当局が認めた人しか数えてないんですよね。なので実際の死者はもう10万人とも30万人とも言われてます。はい。いやー、そう、11月29日はパレスチナ人民連帯世界デーだったんですよね。スタンディングお疲れ様でございます。なんですけどね、その時にこういう悲しいニュースがまた流れるという話になってしまいました。で本当にね、何が停戦なのかと、イスラエルは攻撃を続けているじゃないですか。停戦してないですよね。本来停戦違反で罰せられるべきなんですけども、ガザで移送を待つ1000人の人が亡くなったというニュースも入ってきました。こちらはですね、累計の数字なんですけども、昨年5月以降の人数として治療のため域外への移送を待っていた約1000人の、パレスチナ人傷病者が死亡していたことが判明しました。イスラエル軍が最南部ラファでの地上作戦実施に伴い患者の域外移送に使うラファ検問所を閉鎖したことが影響したとみられる。検問所の閉鎖が被害拡大を招いていることが浮き彫りとなったということで、完全にイスラエルの責任ですね。負傷者を治療するのって戦争中じゃなくても当然の態度だと思うんですけれども、イスラエルはねパレスチナ人の人たちを人間扱いしていないので、検問所をですね傷病者でさえ通さなかったという実態が改めて分かっていたことではあるんですけれども、明らかになったということで、合計それで1000人の方が亡くなっていたということです。はい。これでまだハマスが悪いとか言ってるのがですね、本当におかしいですよ。それはマスコミの言い方も偏ってるのは確かにそうですけれども、もはやそこまで来るとね、イデオロギー的変更だけじゃ片付けられないんじゃないかと思いますよね。
はい。恩赦を求めてるやつについてはちょっと後でコメントいたします。それもとんでもない話ですよね。で、ガザ南部で40人戦闘員が昨日殺害されました。イスラエル軍は11月30日が1週間でパレスチナ自治区ガザ最南部ラファの東部トンネルに潜む40人以上のテロリスト。ここをね、カッコにしてるのがね、せめてもの朝日の両親なのかなと思うんですけども、しゃらくさいですよね。ハマスの人たちだと言って殺害したわけなんですけど、まず停戦中ですので、このような攻撃がまず許されるのかっていうのが一つだし、地下のトンネルに閉じ込めてる状況なんだから、まず逮捕しろよっていう話ですよね。逮捕を試みて、決死の抵抗でですね、捕まえられなかったというなら、まだ100万歩譲って理解はできなくはないですけれども、もう、ハマスだということで、容赦なく殺してしまっているので、これはもう正当化しがたい攻撃だし、停戦違反としか言いようがないんじゃないかなというふうに思います。はい。で、こちらですね、日本で、一番気骨ある新聞とも言われている信濃毎日新聞さんが、社説を出しているんですが、停戦に合意していながらイスラエル軍によるガザへの攻撃がやまない。合意発効後の1ヶ月半で500回の停戦違反、350人以上が死亡。飢餓も依然続いており、食料や水をはじめとする援助物資は軍当局の妨害で基本的に必要な量の4分の1も運び込めていないという、停戦確保のおかげでなお過酷な状況下にあるガザの人々を置き去りにしてはならない。一昨年10月に爆撃が始まってから3度目の冬を迎える。ガザ全域が廃墟と化し、住む家を失った人々は粗末なテントでの生活を余儀なくされ、防水性もなく傷んだテントでは冷たい雨や風をしのぐこともままならない。今年半ばには大雨で各地が水浸しとなった。ガザ当局は少なくとも25万張りのテントと10万個の仮設住宅が必要だとしている。しかし軍事目的で転用される恐れがあるとしてイスラエルはテントの資材を、許可していません。はい。もう完全に、何度もしつこく言うんだけど、戦争犯罪ですし、意図的な行為ですよね。だからパレスチナの復興を妨害するために、イスラエルは今行動していると、いう話ですし、なぜこれが、国際的に許されるのかという話でしかないと思います。はい。イスラエル軍がという主語をですね、見出しから外しているんです。信濃毎日新聞さんってここまで書く新聞社なんで一番気骨ある新聞社なんですよ。でもそれでも書けないんですよね。だからそこがもう、ダメだという風になっちゃいますよね。はい。信濃さんの名誉のために言っておくと、本当にね、ガザのことにちゃんと寄り添って書いてくれてる新聞社さんなんですけど、それでもこれですからね。ね、ガンダム00みたいになってきてますよね、本当に。いやナチスとね、本当に対比されてるんですけれども、やっぱり巨大なホロコーストみたいなことをやってるっていう自覚していただきたいですよね、ここまで来ると。ツッキーさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。テントがどう軍事利用されるのか、まさにジェノサイドだ。やはり欧米諸国としては第二次世界大戦かそれ以前外の歴史的にユダヤ人を迫害してきた、ということでですね、すいません、あんまり00ですね、記憶になってないのですが、申し訳ないですが、でですね、ただですね、なんでこんなことになっちまったのか、そもそも停戦破りなんだからもう処罰しなきゃダメでしょということなんですけど、やっぱりアメリカのドナルド・トランプさんが悪いのではないかということで、チャタムハウスルールなどで有名なイギリスのシンクタンクのチャタムハウスが21日に、安保理保障理事会決議2803号とは何だったのかという、まとめを改めて出されております。遅いんですけれども、イギリスも賛成したでしょという話なんですが、国連安保理でですね、要は強引にトランプ和平案というのを可決しちまったんですよ。で、それにカタール、エジプト、アラブ、サウジアラビア、インドネシア、パキスタン、ヨルダン、トルコといった主要な、東側、いわゆるですね、パレスチナ寄りと言われる国々も承認して、パレスチナをこうしていきましょうみたいな和平案が通ってしまったんですね。なので今イスラエルはそれに基づいて一応行動していると。いやでも結局そしたら国連がまた虐殺を手助けしてる
っていう歴史を繰り返してるんじゃないですかと言いたくなるんですけれども、はい。やっぱりこれをね、可決すべきではなかったのではないかという批判が噴出しております。トランプ政権は多国籍機関、特に国連に対して非常に敵対的であった。そのため、この問題を安保理に持ち込むには一定の説得が必要だった。しかし、決議がなければトランプ政権のガザ計画は実行不可能だった。国際安定化部隊、と言われる、そういうね、アメリカ中心の国連のちゃんとした部隊ではないものを、送ろうとしてるんですけど、部隊派遣を要請された多くの国々は、いくつかの重要な理由から国連の権限付与を強く求めていた。国連の権限なしでは、この任務は新帝国主義的な試みと描かれかねない。イスラエルの最大の同盟国であるトランプ大統領がガザの継続的占領を代理で行う指揮を取り、パレスチナ人民の自己決定権を恒久的に否定されているとみなされる恐れがあった。いや、否定してるだろうという話なんですけど、ただ、トランプでさえ、あまりにもイスラエルのやっていることが植民地主義的なので、一応国連の皆さんの承認を取る必要があったっていうことが、チャタムハウスは、カッパしてますね。その通りなんだろうと思います。さすがにここまでのことを適当なことをやって、たらめなことをやっておいて、お前らのただの植民地主義だろっていう、パレスチナの人たちの人権どうなったんだみたいな、ツッコミを後世の人たちから避けるために、トランプはですね、国連に根回しをして、これを可決させたということですね。はい。ドガポーさん、コカラスです。来ていただいてありがとうございます。ソレルタルビーンがそうですね、ガンダム WO で出てきた、武装組織でございます。さっき NHK のバタフライエフェクト、アメリカと中東を見てて、サダム・フセインの裁判のシーンも出てきた。なぜネタニヤフを同じようにできないのか、国連も武器化していると。そう。でも本当フセインとね、ネタニヤフに対する態度の違いがひどいですよね。アブスタもいいところでしょう。だからやっぱりイラク戦争の具を繰り返してますよね。ヒトラーが帰ってきた日とかでゲリラ撮影で群衆にヒトラー役の俳優さんが出てきて差別発言をし始めたら離れる人もいたけど寄ってくる人もいると。なるほど。イスラエルの場合はね、やっぱり本当にそういうのを国を挙げて差別主義を推進してきて、アパルトヘイト国家と言われてますけれども、その結果としてこういう感じになってしまいましたからね。はい。主人公は中東生まれで少年兵として洗脳されて戦わされた過去を持っていて、現実の中東情勢を作中に取り入れてましたよね。はい。ですね。本当帰ってきたヒトラーとか WO の世界になってしまっているんですけど、残念ながらソレルタルビーイングは現実にいないのでですね、アメリカが主導で何か話が進んでしまってるんですけど、チャタムハウスの言うところで最大の問題は、決議に関する安保理の議論で繰り返し指摘された点は、国連平和維持活動とイスラエル治安部隊に付与された権限の範囲が不明確であることだと。要はですね、イスラエルの、IDF とかですね、今パレスチナ人を現在進行形で虐殺している部隊が国際法にのっとって任務を遂行することを要求しているんですけど、そんなことできるわけないだろっていう話ですよね。で、仮にできたとしても、その権限が与えられているものが、権限がまずくて、暫定治安部隊の任務は暫定統治の実地監督、復興、公共、人道サービス、ガザ地区への出入国管理など多岐にわたり、この列挙は包括的計画を支援、実地するために必要な追加任務を包括する包括条項で締めくくられているが、例えば、イスラエル治安部隊の任務として軍事、テロ、攻撃インフラの破壊、並びに非国家武装集団からの武器の恒久的破棄であるというですね。これだよね。だからハマスへの攻撃を正当化してるんですよ。で、ハマスに武器を捨てさせるために、治安部隊がですね、軍事的なテロをですね、こちらから狙い撃ちにして攻撃することを、もう決議の中で裁定してしまって、OK してしまってるので、武装解除を受け入れてないハマスがこんなの受け入れるわけがないですよね。なので、今後もおそらく散発的な戦闘というのが続いてしまいますし、恒久停戦というのには、かえって遠のいたのではないかというふうに、指摘されております。村上さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。やっぱりトランプはじめ大国の首脳が建前すら維持できなくなった結果、一気にできてきたです。いや、本当にしんどいですよね。だからもう、勘弁してくれよという話なんですけど、本当イスラエルとですね、ウクライナの問題で、いろいろなものが崩壊してきていると思います。
そうイスラエルはだからね、学校教育からしてもう先民思想とか植え付けてますからね。だから日本がさらに極右化したらあんな風になるんじゃないかという風にも言われてますよね。本当はね、イスラエル側を武装解除しないといけないんですよ。イスラエル側を武装解除しないといけないより、ハマスの側を武装解除しろというふうに言ってまして、まあ、広範なトンネルの破壊などもですね、治安維持活動に含まれちゃうようなことになってるんですよ。まあ、そこまでね、明確には書いてないんですけれども、これをまあ承認してしまったのはやっぱりまずかったのではないかと、まあ、承認して後で押せよという話なんですが、まあ、イギリスからもこういう意見が出てきているというところですね。はい。はい。そして、先ほどからすいません。お待たせいたしました。この人ですが、何をやっているかというと、ベンヤミン・ネタニヤフ氏が汚職裁判で異例の恩赦要請、イスラエルに利益を与えたと。いうことで信じがたいニュースなんですけど、イスラエルのネタニヤフ首相が30日汚職裁判をめぐり、大統領と首相って別職なんですけど、イスラエルは、ヘルツォーク大統領に自ら恩赦を求めたということが報じられております。この人むちゃくちゃな汚職をイスラエル国内でやっていて、それで訴追されているんですけれども、詳しくはちょっとまだ私見てないんですが、ネタニヤフ調書などの映画をご覧ください。訴追が自身の統治能力を妨げており、恩赦がイスラエルにとって利益となると主張している。ネタニヤフ氏は贈賄、詐欺、背任の罪で訴追されており、弁護団は大統領府宛ての書簡で同氏に対する刑事訴追が社会の分断を深めており、国家和解のためには裁判の終結が必要であるなどと訴えているそうです。いやー、めちゃめちゃですよね。立花隆が首相だから、とりあえず立花さんの罪を許してもらわなければうまく立ち行かないんですみたいなことを言ってると思うんですけど、自分で言ってておかしいと思わないのかな。いやー、ちょっと信じられないし、ついていけないですね。繰り返し注意しておきたいことが一つあるんですけど、ここネタニヤフの戦争犯罪は一言も触れられてないんですよ。イスラエル国内で罪になってないので当然なんですけれども、あくまでも彼のやった贈賄、詐欺、背任の罪に関する恩赦なんですね。だから許せと。私は逮捕されたくないから許しなさいと。確かにこれを恩赦を実現させれば、ひょっとしたら辞任してくれるかもしれない。今までずっと辞任しなかったのは、要は逮捕されたくないからだというふうに言われていますので、辞任をしてですね、ごめんなさい、悪かったよ、つってイスラエルのどっかに逃げ込むのかもしれませんが、という。いやー、でも本当にね、イスラエルに少しでも自浄作用を期待できればですね、もうちょっとなんとかしてネタニヤフを逮捕してくれと言いたいところなんですけど、なんか日本よりもひどい状態だから無理かなという感じですよね。いや、マジでさ、っていう。いや、本当にね、だから元からこういう戦争を始めた、虐殺行為を始めたこと自体が自分の罪を逃れるためでしかないんですよね。いや、本当に根っからの犯罪者なんですよ。確かに刑罰は決まってないんだけれども、いや、本当にね、開いた口が塞がらないですよね。なんだこいつって。この首相にしてこの虐殺ありという感じですよね。はい。ただね、イスラエルを本当に許すべきではないと私は思います。繰り返し言ってますけど、なぜならこうなってるから、イスラエル投資ファンド代表が日本を訪れました。防衛費増の日本に軍事技術ベンチャーへの投資を呼びかけ、世界の真ん中で日本を有望視、咲き誇れという、感じでございます。イスラエル有数の投資銀行キュキアマン社の、エドワルド・キュキアマンが、来日し日本の投資ファンドとの連携に乗り出したそうです。パレスチナ自治区ガザでの戦闘の停戦が発効し、これから軍事技術の民間転用などイスラエルのスタートアップの強みを生かした投資案件が有望になってくると見て、日本から投資を呼び込む考えだということでございまして、1兆円7000億円ほどのファンド設立の実績がありますので、日本に金くれと、わざわざ言いに来たそうです。いや、そもそもでこういう話を知り来れるのがおかしいですよね。イスラエルって今世界中で嫌われてるでしょ。だから
ヨーロッパでさえ、イスラエル人がビジネスって言ったらうわってなる人が結構ドイツはあんな感じだけどいっぱいいるわけだし、もちろん中東とかね、中国とかの嫌われっぷりは言うまでもないですよね。だからこういうビジネスができるのっておそらく世界に日本とドイツとアメリカぐらいしかいないんですよ。恥ずかしいですよね、こんな我が物顔でビジネスしに来んの。非常に日本の恥だと私は思いますね。はい。ということで、イスラエルを許すべきではないというのは、やっぱり国際的なさらにある非難を強めないとですね、どんどん調子に乗ってこういうことをしだすと思いますので、絶対にここで、彼らに対する金の動きを、止めておくべきだと私は思います。はい。ということで、ちょっとイスラエルとパレスチナの話でございました。日本軍僕と契約してドローンとか武器輸出とかもっとやろう。いや、それも絶対企んでるんですよね。後で言いますけど。先怒らないでいいよ。大日本帝国は散ろうって。いや、ほんとなんでこんなやつばっかりなのかという。でも日本がこういう政権だって、政権で政治だっていうこと分かってるからやっぱ舐められてるんでしょうね。はい。国際的に孤立した大日本帝国とナチスが手を組んだみたいな。いや、でも本当そう考えると歴史の繰り返しですよね。ナチスを許容したのは日本だけだったみたいなですね。はい。今度アメリカがナチス側にいるのがちょっと違う点ですけど。せっかく愛知県がイスラエル提携事業をやめてくれたのにね、これじゃ意味ないですよね。なんで今この状況で、イスラエルなんですかね。はい。最悪ほんとね、ネタリヤフの亡命先候補になる可能性もありますよね。ほんと冗談じゃないよっていう、私は見つけたら逮捕しようと思いますけど。はい。私みたいな日本人は少数派みたいなんで、はい。とりあえずイスラエル・パレスチナのお話でございました。はい。ということで、ここからはですね、ちょっといつもと趣向を変えてなんですけど、日本とアメリカの共同ということで、世界各地でアメリカがわけのわからんことをやっていますので、それと高市政権がどう絡んでるのかっていうような感じでお話ししたいと思います。もしかしたら、専門用語とか出てきて混乱するかもしれないんで、混乱したとかだったら、いつでも言ってください。ちょっと読み返したりしますので。それではまず、ベネズエラの話から入っていきます。ちょっと南米のですね、皆さんあまりご存じないかもしれませんが、ベネズエラという国が大変なことになっております。トランプ氏ベネズエラの圧力強化、領空が閉鎖されたとみなすべきと。領空って何言ってんのトランプさんっていう感じなんですが、フロリダ州で、からの報告で、米国は29日にベネズエラに対して圧力をかけた。トランプ大統領は SNS 上で幅広い指示を出し、航空会社やパイロット、犯罪組織にベネズエラの領空を避けるよう警告した。トランプ氏は SNS のトゥルースソーシャルにベネズエラ上空及び周辺区域は全部閉鎖されたものとみなしてほしいと投稿。トランプ政権はベネズエラのマドゥーロ大統領の退陣を迫る動きを一段と強化しており、今回の発表はその最新の展開となると。トランプ政権は公式には不法移民や薬物密輸の流れを断つ目的だとしているものの、副次的な効果として政権交代が起きる可能性があると。ベネズエラの外相は29日、トランプ氏の支持を植民地主義的な脅しであるというような形容をしているのですが、実際にですね、ベネズエラの近海に空母を飛ばして、領海領空を支配するような動きをアメリカが見せております。なのでベネズエラとちょっと戦争寸前の状態に至っているわけですね。はい。いや、なんでこんなことになってんのっていうね、ほんと笑えないジョークみたいな話なんですけど、ニコラス・マデロ大統領という人がベネズエラを支配しておりまして、この人については詳しく解説してたら何時間あっても足りないので解説しませんが、ウゴ・チャベスという独裁者の社会主義者の人の後継者でして、独裁者です。はい。残念ながら。で、ゴリゴリ反米の人です。で、民主的な選挙などをね、行うことを拒否しておりまして、去年選挙をしてですね、負けたと言われてるんですけれども、その選挙結果を認めなくてですね、未だに大統領の座に座り続けているという人物であります。なので、トランプと似てるっちゃ似てるんですよね。独裁者タイプ。で、独裁者なんですけれども、ただですね、マドゥロの場合はトランプと違って本当に居座れてしまっているので、そのままベネズエラの大統領を事実上続けているという、形になってます。はい。
なのでトランプとしては1期目からずっとベネズエラには圧力をかけ続けてまして、その結果どうなってたかこれから、説明するんですけれども、何が何でもやっぱり倒したいですね。反米で、アメリカの近くにいる相手なので、はい。なので、かなり強引な手段を今使うようになってます。で、米空母打撃軍が先月13日に到着、ベネズエラ国民に広がる不安と猜疑心ということで、こうしたですね、ジェラルド・フォードのような超巨大空母を、領海に派遣しまして、名目上は麻薬マフィアが、マドゥロの下でいろいろ商売繁盛していて、アメリカに麻薬を密輸しているので、そういうやつらをやっつけるのだという、名目なんですけれども、いきなり日本の領海にこのジェラルド・フォードが現れたら皆さんそう思いますか？日本の麻薬組織をこいつらはやっつけに来てくれるんだとは思わないですよね。だから、台湾有事の時戦艦がどうとか言ってた首相がいましたけれども、明らかにですね、ベネズエラに対する脅迫だと思います。で、ベネズエラの首都カラカスでは市民たちが不安から猜疑心まで様々な感情を口にするようになり、カリブ海で2ヶ月前から麻薬密輸船の攻撃を行っている他の艦艇の支援に当たるという、名目でですね、今でも付近をですね、うろうろしているわけです。だからこんなのがいきなりミサイルとか撃ち込んできたらひとたまりもないですよね。もちろんベネズエラはその中国とかと仲がいいのでいきなり軍事攻撃はしないとは言われているんですけれども、ですね、一触即発の状態がずっと続いているので、下手したら戦争になるんじゃないかみたいなことが数ヶ月前からずっと言われているという状態です。はい。アメリカ得意の植民地主義軍事干渉。いやだからいくらマドゥローが独裁者だからって軍事的手段で排除しちゃダメですよね。何考えてるんですかこの人は。植民地主義グレートジャパンとか本気でグレートアゲインとか本気で考えてそうマジで怖すぎる、イランやイラクにもえげつないひどいことをやってきたと。いや本当にね、アメリカのだからイラク戦争でのやり方が全然変わってないですよね。こういうところ、はい、いきなり今度は戦争で仕掛けるんじゃないかみたいな、非常に緊張した状態が今続いているというところですよね。だからやっぱり今ね、もう第三次世界大戦の流れの中に我々いるんじゃないかというようなことも意見も出てますよね。はい。なのでですね、とんでもね話になってるんですが、ただですね、アメリカがずっとトランプ第一期の時代、バイデン自体もそうなんですけども、ベネズエラに対して経済的な圧力をかけ続けてるんですよ。でその結果どうなったかという話なんですが、はい、当然ながらですね、ベネズエラで大量の難民が発生しました。ベネズエラ難民に対する保護、人道支援及び社会包括計画などなどという、日本の外務省が出している文章が去年あるんですけれども、スイス連邦のジュネーブにおいて、国連難民高等弁務官との間で供与限度3億円の無償資金協力ベネズエラ難民支援制度に関する書簡の署名が行われましたと。ベネズエラに関する政治経済が完全に長年のですね経済制裁で崩壊しましたので、2024年5月までに777万人の避難民が近隣諸国、特に666万人が中南米各国に殺到しております。はい。なんかちいかわのネタで目が覚めたらそこは独裁国家だったみたいな、本が出版のコラージュが、見たことある人もいるかもしれないんですけど、それベネズエラに関する本なんですよね。でベネズエラってだから第一期トランプとバイデンの圧力のせいで経済が完全に崩壊してしまいまして、700万人以上の人たちが移民としてですね、あらゆる国に逃れたというところになってます。当然その移民先にはアメリカも含まれています。はい。麻薬といえば19世紀にイギリスが中国にインド経由で麻薬をばらまいたアヘ戦争を起こして、いうことがありましたけれども、そうですね。だからマドゥロが意図的に麻薬を密輸してるんだったらあれなんですけど、今回逆のケースですからね。だからマフィア、ベネズエラのマフィアと言われる人たちが麻薬密輸をしていて、それを口実に経済制裁したりとか軍事攻撃をしたりっていう話ですからね。逆アヘン戦争ですよね。で、送風災虐殺したくないし、されたくないわっていうですね。いやでも本当こんなアメリカに付き合ってたら何されるか分かんないですよね。むしろアメリカがマフィア、しかも最強の兵器を持ってるマフィアですからね。はい。
なんでこんなとんでもないこと起きてる？いや、でも調べないとわかんないと思いますよ。私もね、ちゃんと知らなかったし。で、トランプ様は、じゃあ、第2期トランプ様はですね、じゃあ、そうしたベネズエラの気の毒な難民の人たちに何をしているかというと、はい、クリスティ・ノーム米国土安全保障長官がベネズエラからの移民の一時保護資格停止を、今年の2月に発表しております。米国移民局は、国土安全保障省のクリスティ・ノーム長官という、トランプのお気に入りの長官がいるんですけれども、ベネズエラの一時保護資格の取り消しを決定と。要はお前らは特別扱いで34万人ぐらいの人たちが避難してきてたんですけど、お前らは不法移民だというですね、ベネズエラに帰れというようなことを言ったわけですよ。我々は不法滞在者の記録的な数の強制送還を実施し、全ての国はこれに同意しているであろうと。ベネズエラは移送手段を提供しようみたいな、声明を2月に出してます。これひどすぎますよね。ちょっと知って絶句したんですけど、そもそもトランプのせいなんですよ。第1期トランプが2018年頃にベネズエラにものすごい圧力をかけて、ベネズエラの経済が崩壊し、バイデンもそれを継承して、やつも経済制裁をかけて、でもバイデンはかろうじて移民は受け入れてたわけですよ。でもバイデンは保護してたんだけど、でもそれをもう保護しないって言って、もうベネズエラに帰るみたいなことをやってるんですよ。めちゃくちゃですよね。自分で難民を生み出しておいて帰れみたいなことを言うというですね。いや、ほんと最低最悪としか言いようがないですよね。マッチポンプでしょうっていう。そう、結局難民を受け入れないっていうのはそういう姿勢なんですよ。はい。そして日本がですね、何をやってるかということでちょっと日本の話に行くのですが、はい。東北大学が外国人留学生の学費を 1.7 倍に引き上げるそうです。はい。仙台の東北大学は、令和9年度から外国人留学生の学費を値上げする方針を固めた。28日関係者への取材で分かった。国立大が日本の学生との差別化に踏み切るのは初である。留学生受け入れに伴うコスト増などが背景にあり、東北大が先陣を切ることで他の国立大でもこうした動きを加速する可能性は高いと。だから直接もちろんベネズエラから来てる流民の話じゃないけれども、日本も同じことやってると思いません？留学生が来ないと困るって今までだから留学生を推進してたわけじゃないですか。だからたくさんの人たちに留学してもらって、国際大学としてのレベルを維持してですね、学費を取って、授業料をもらうっていうような政策を国を挙げてやってたわけなのに、今度はですね1.7 倍にすると、嫌だったら帰れみたいなことを言い出したんですよ。めちゃくちゃですよね。でしかもそれがだから特段大きな理由が、インフレとかのもちろん理由はありますけれども、大きな理由があるわけじゃなくて、日本が学費をケチっているのと、レイシズムですよね。不公平感が広がっているみたいな理由でやられるんだからもう日本来なくていいよっていうような話になっちゃうんじゃないかと思うんですけどね。なんでそれを矛盾した行為だっていうふうに思わないのか、正直私は理解できません。はい。日本の入管はそう、最初からね、でも日本の入管のやり方とも似てますよね。同じことやってて、一度認めてから取り消すみたいなことをですね、ずっとやってるわけですよね。はい。いや、ほんとひどいこと決めちゃいましたよね。なんで日本の教育の弱体化ばっかりあるんですかね。ゴゴミリさん、コカラスです。陰謀論に日本が乗っ取られましたね、という。いや、でも官僚の人たちは陰謀論に乗っかるようなことをやりだしたのは、ほんとなんか終わりが近い感じがありますよね。外国人留学生受け入れ許せないみたいなことを言い出した人たちがいますからね。はい。いや、だから東北大学は、だから優秀な大学なんだから、優秀な人材をずっと、だから受け入れたいって言って留学生を誘致してたわけじゃないですか。にもかかわらず、今いきなりですよね。そんなの、不法留学は認められんみたいなことを言い出すわけですよ。いや、何言っとんですかって。だからね、野口健、そうですね、野口健みたいな人が言ってるわけですよね。あまりにおるか請求すべきと中国籍男子学生に激怒ということで、なんか留学生が優遇されてるのが許せない一連の人たちがいるわけですけど、いい加減にしていただきたいですよね。はい。国益という観点からしてもそう、国の研究レベルはどんどん低くなるので何にもいいことないですね。はい。
チャイルドマレスターが何言ってんだという話なんですが、そう。で、安倍さんでさえそう、外国人増やせみたいなこと言ってて、で、不都合悪くだったらこれですからね、本当に終わってますよね。で、まあ、文部科学省様がですね、自分の自己正当化のための資料をちゃんとお作りになってるんですけど、留学生の授業料は別に設定されている海外大学の例が多いと。各種国大学における授業料の設定はこのようになっていると。フランスのね、ソルボンヌ大学とかでもこうなんだから、日本のやってることは差別ではないと言い張ってるんですけれども、この資料間違ってないですよ。この資料間違ってないんだけど、確かにスウェーデンの学費とかすごい差じゃないですか。だけどさ、よく見てもらえないですか。フランスって自国民の学生から2万円しか取ってないんですよ。で、ドイツ無料なんですよ。で、スウェーデンも無料。オスロ大学ノルウェーに至っては留学生だろうが、自国民だろうが無料。中国北京大学は自国民10万円。北京大学、留学生は54万円。で、韓国のソウル大学と東京大学だけが留学生と自国民に50万以上の高い学費を取っとるわけですね。まあ確かにアメリカのカリフォルニア大学とか学費高すぎてめちゃくちゃなんですけれども、だからアメリカを真似してるかっていうとそうでもない。そもそも日本の学費高すぎるんですよ。で、日本の学費高すぎるし、しかもその優秀度に反してですね、言っちゃ悪いけど東京大学レベルで54万円、だから日本国籍の日本人でも54万円払わなきゃいけないというですね。だからなんちゅうんですかね。やっぱり制度設計間違ってますよね。確かにまあ韓国もそうなんだけど、教育に予算をあんまり振ってないから、フランスの大学とかドイツの大学とかスウェーデンの大学みたいに自国民無料っていう風にできないですよ。要はこれ普通に学費取ってるだけなんですよ。だから自国民はその税金払ってくれてるから無料だけども、よその他の国からやってきた留学生の方々は悪いけど普通の授業料を払ってねっていう風な制度システムになってるんですよね。だからまあこんな感じで400万円台無料とかめちゃくちゃな感じに一見見えるんですけれども、まあそれだったら一応筋はでも通ってるじゃないですか。今までめちゃめちゃ高い税金スウェーデンとかで払ってたはずであるから、それに対してですね、学費をこうやって払ってるっていうことになるんですけど、日本の場合ですね、普通に54万円とか払わなきゃいけないのに、留学生の学費を 1.7 倍にしろって言ってるわけなんですよね。という、まあ本当亡国政策だなと思います。桜沢カラスです。来ていただいてありがとうございます。そんなら沖縄大学大学院も閉鎖したらいいじゃんですね。いやでも本当にね、だから日本の大学のレベルで言っちゃ悪いけど、こんなことしたら留学生来なくなりますよね。そう、留学生優遇なんてされてないですからね。どこの国でも優遇されてるケースなんてないから。はい。中国語勉強するなみたいなこと言ってる。もう終わってるな。そう、自国民に酷なんですよ。だからずっと日本国籍で日本育ちの人でも50万円払わないと東京大学行けないわけですからね。そのシステムがまずおかしいじゃないですか。そのシステムがもはやおかしいのに、留学生からはさらに取るって言ってるわけなんですよね。はい。いや、無料はいいですよね。だって無料でいいと思いますよ。だって優秀な学生さんなんだからさ、大学生なんだから無料に決まってるじゃないですか。我々何のために税金払ってるんですかっていう。だから日本って税金取ってることが間違いだっていう、まあ減税派の人よく言いますけど、別に税金取ってることが間違いじゃないんですよ。税金の使い方を間違ってるんですよね。普通に教育に税金を使えばですね、無料にできるんですよ。はい。外国人留学生をいくら苦しめたところでね、日本の学生さんが許されるわけじゃないし、なんならその留学生に合わせて日本の大学生の学費も高くしようっていう今議論があるわけですよね。多分高くされると思うんですよね。精神疾患になっても学費無料とか控除とかほぼないのに、そうなんですね。いや。韓国はおまけに教育競争が苛烈なので学費以上に教育費がめっちゃかかります。そのせいで少子化に拍車がかかってる。まあそうですね。韓国のシステムにもやっぱ問題あるんですよね。だから日本と韓国似たような問題抱えてますよね。
1年54万円というと40年前の私立大学授業料行くぐらいです。国立行くと親孝行できたもんですけどね。そう、昔から比べるとはるかに上がっているのに、さらにだから留学生に引っ張って上げようとしてるわけですよね。そのうちカリフォルニア大学みたいな金額に設定する気なんじゃないですか。みんな死んじゃいますよね。死んじゃうか、まあ大学誰も行けなくなるかっていうどちらかだと思うんですけどね。はい。税金の使い道がおかしいんですよ。だからアメリカのね、不良在庫とか買ってる場合じゃないんですよ。日本の学生に投資してください。なんで軍事費にはジャブジャブ投入するのかと。その話、ウクライナの話に絡めてちょっと後でやります。教育や社会保障がしょぼすぎる。台湾か香港かが共通テスト一発勝負の受験システムを撤廃しようとしている。あ、そうなんですね。ガッチさん、コンカラスです。私立は1年間の学費100万。まあ、私立はもっとひどいですからね。本当に。スウェーデンはだから安いですよ。無料です、無料。無料なんですけど、留学生の方に関しては、おそらく通常授業料が407万円なんですよ。大学のコスト的に見てそうなんだと思います。ちょっとどの映画ね、なんでこんな高いのかちょっとよくわかんないんですけど、ただ、スウェーデンのスウェーデン自国民の方々は高い税金払ってるので、無料で通え、当然無料で通えるということです。はい。日本はなんでこうなんでしょうね。はい。さらについでにじゃないんですけど、在留資格の手数料も大幅引き上げする計画だそうです。永住資格1万円から上限30万円を検討と。高市総理大臣肝入りの外国人政策をめぐり、政府は外国人の永住許可申請や在留許可の変更にかかる手数料を大幅に引き上げる方向で検討に入りました。現行制度では永住許可申請は1万円の手数料がかかりますが、この上限を30万円に引き上げる案を検討しています。欧米諸国と比べて割安だからですという、主張をしています。一応調べたんですけど、欧米諸国に比べてこれが割安なのは事実でございます。事実なんだけど、EU 圏内だったら無料とかは、当然ね、欧州諸国はそういうサービスが充実してるんですよ。で、充実してるし、当然ね、いろんな補助があったりとか、システムもあるんですけど、日本に関してはそもそも日本で永住しようという外国籍の方が今まですごく少なかったから、そういう安い手数料で受け入れてきたわけですよね。もう誰も来なくなるんじゃないですかね、本当にここまでやったら。はい。だから日本にわざわざ永住しようという外国籍の人自体がいなくなるんじゃないかなと思います。はい。申請手数料ですからね、許可するって言ってないですからね、しかも。だから手数料が割安なのは事実なんだけどさっていう。今の日本でこれやっていいと思ってんだっていうですね。いや、ほんと極右排外主義の政権になるとこうなるんだなという恐ろしさを感じますね。30万円って割安だからっていう。だから高市政権の本音としては外国籍の人たちに移転来てほしくないんですけど、人口減少も加速するでしょうね、こんなことやったらね。はい。で、パレスチナ連帯とか台湾連帯でも活躍されている金沢さんなんですけれども、日本は給付型奨学金が十分でなく、困窮者を排除し続けているシステムが温存されていることが散々指摘されている。無償化への逆行であることが言うまでもなく、国際化や留学受け入れ推進の政府方針との矛盾甚だしい。何のための国際卓越大学なのか。結局、ヘイトと差別と偏見を学術に持ち込み助長するだけであると。はい。金沢さん、本当すごいなと思うんですけど、ここまで的確に言語化するのすごいですよね。まだこういう東大生がいるというのはちょっと日本のね、ギリギリまだ持ちこたえてる一部なのかなと思うんですけど、この前報道特集とかにも出られてですね、すげえ叩かれていたりしたので、私は金沢さんのご活動を応援しております。はい。ということでですね、ベネズエラと移民の話で、箕輪さんの話でございました。こうやって外国籍住民の立場を良くして不法滞在者を増やそうとする。そして不法滞在ゼロプラン。そう、その通りなんですよ。だからこうやって不法滞在、実際不法滞在って読むのがこれおかしいんだけど、ベネズエラの人たち完全な難民ですからね。しかもアメリカのせいでできてる難民なんですよ。で、アメリカのせいでできた難民に対して難民叩きをして、保護資格を取り消すっていうような行為をですね、日本も同じようなことをやっぱやってるってことですよね。はい。
そう、日本はそうですね、戦後に植民地を手放して単一民族幻想みたいなのを取り入れたのが全ての間違いのもとだと思いますよね。でも本当に日本の介護とか立ち行かなくなるような気がしますよ。はい。で、奨学金のほとんど学生ローンみたいなもんですからね。で、申請して通るかどうかもわからないですし、何かパレスチナ人が家を建てるとき、イスラエルに極端に高い申請料を払わされたみたいな話を思い出しました。まあ、全ては通底してますよね。差別ですからね。はい。ということで、ちょっとお水飲ましてください。はい、失礼しました。いや、そうですね。金沢さんに押し付けすぎですね。正直。はい。だからこの方、入管法改悪反対でも働いてらっしゃるし、そういうね、まあ、地平とかにも書いてらっしゃるし、どれだけ多方面で活躍してんだっていう。だけど、やっぱり才能あるその左派の学生が少ないので、金沢さんみたいな人にしわ寄せがいっているんですよね。はい。いやー、外国人の次はどの層がターゲットになっちゃうんでしょうね。もうすでにその生活保護受給者の方とかね、マイノリティの方々叩かれてますからね。だから次々とそう叩く対象を流しているだけだと思うんですけどね。そうですね。障害者や性的マイノリティの人へのバッシングがさらに強くなる恐れがありますよね。はい。そう、日本の植民地主義って何も生産されてないんで、現在進行形で続いてるんでね、その認知がやっぱりまずいですよね。植民地を手放したからって植民地主義が生産されるわけじゃないですよね。はい。ほんとそれですよ。台湾の人たちの難民として受け入れる気全くないですよね。そこ完全に矛盾してると思いますよ。私だったらね、台湾とかウイグルとかチベットの難民受け入れしろって言うけどな。はい。そうですね、白坂さんもすごい活躍されてますけど、やっぱり彼女らにだけに負担されちゃいけないと思うので、まあ、本当に左派リベラル派は頑張らなきゃいけないなと思います。はい、ということで、まあ、次ですに行きますが、ウクライナ、アメリカ、日本の話をしたいと思います。ウクライナとの協議、生産的だったが作業の継続が必要と、ベイ・ルビオ国務長官ということで、まあ先週ですね、ちょっと、トランプの謎の和平案が出てきてとんでもないことになっているといったウクライナなんですけど、なんか割と丸く収まったみたいです。アメリカのマルコ・ルビオ国務長官は30日、ロシアとウクライナの戦争終結に向けた交渉において、ウクライナとの協議は生産的だったものの、まだやるべきことがあるなどと述べた。どの口っていう感じなんですけれども、まあ、経緯を簡単に説明しますと、ロシア側のですね、丸写ししたようなわけのわからない和平案、領土を割譲しろみたいなものをアメリカ様が出してきたんですよ。で、それに対してウクライナや EU 諸国が猛反発した結果、今日はそれを基盤にしたと思うがまだやるべきことがあると言い、ロシアとの和平協議の目的はウクライナを主権国家独立し繁栄した状態にすることだと、まあルビオは語らざるを得なくなったということで、まあ事実上ウクライナの勝利ではないかと思います。まあその間ね、ウクライナいろいろ汚職問題とかで、ゼレンスキー政権自体が危ういのではないかという話もあったんですけど、イエルマークという、前大統領府の長官だった人が、まあ、責任を取って辞任するというか、まあ、クビにされたんですけれども、ウクライナ当局による汚職捜査の一環で自宅を家宅捜索をされたのを受けて、辞任したということで、とりあえずですね、いきなりロシアのそういう不当な、和平案を飲まされるというような事態は避けられたのかなというふうに思います。はい。で、今日トランプのマイアミ交渉チームの表情が全てを物語っている。問題は彼の施設たちが頭が悪いとか無能だとかそういうことではない。問題は彼らがトランプが絶対に起こさなければいけないと主張する事前に決まった結果を背負いハイステークスの交渉に送り込まれたことだ。それが実際の戦場地図とは何の関係もない場合でさえもだ。ウクライナが負けてないのにウクライナの降伏を交渉するのはおかしい。ロシアが条件を押し付ける立場にはないのにロシアのトーキングポイントを反映した和平合意を強制することはできない。レバレッジ
ちを願うだけで生み出すことはできない。トランプは現実世界に存在しない結果を繰り返し示し続け、彼のチームはそのファンタジーを戦略としてこれらの会合に何にも持たずに臨んだ。それが外交ではない。それは交渉ではない。それは戦争を実際の姿として、見ることを拒否する誰かが書いた脚本を演じさせられているグループである。この無能さは構造的なものであり上から来ている。そして命令が現実に合致するまでこの和平交渉の一つ一つが同じように全て失敗するだろうと。オシントってだから今の戦場の調査とかしてる人たちにここまで言われるのってすごいなって思うんですけど、まあですね、トランプの交渉がうまくいかなくて、ウクライナ的には良かったなと思います。とりあえずですけどね。はい。ナミさんコンカラスです。熊沢天皇爆誕。熊沢天皇。天皇で、戸籍とか遡ってもね、なんか都合よく天皇制の話とかに絡める人たちって、熊沢天皇とかどう思ってるんですかね。海外主義のやつがバカやってるとまともな政府高官が土下座して責任取ることになったけど、最近の高市トランプはそんな感じになってそう。そうですね。結局ウィトコフもなんかトランプの尻拭いをさせられたというか、ロシアの思い通りになってしまうような人が大統領になってしまったから結果、部下が責任を取らされてるというような感じですよね。そうですね。とりあえずはなんとか危機は脱したような感じの描かれ方をしてますね。BBC の報道では。はい。ただね、私だってそりゃね、ウクライナには平和になってほしいですよ。一応左翼なので、別にどんどん戦争しろとは全然思ってもいないのですけれども、ただね、ロシアのああいうめちゃくちゃな和平案をなぜ飲めないかっていうのは、こういうですね、プーチンの主張ですよね。こちら27日の、ユーロマイダンの報道なんですけど、プーチン大統領は占領下ウクライナの2036年までのロシア化を正式化する法令に署名したということで、こちらの文章なんですけど、2036年までに占領地域住民の 95% にロシア的市民のアイデンティティを植え付けることを目標に設定されていると。これ意味がわからないと思うんですけど、どういうことかというと、2036年にまでにですね、ロシアが国家民族的な政策をやると。この文書は占領下のウクライナ領主をモスクワの長期的な民族的同化枠組みに明示的に組み込み、ウクライナ人アイデンティティを抹消するための目標設定を可能にしていると。要は同化政策をするって言ってるんですね。今ドンバス地域と言われるウクライナの東側の地域をロシアは、侵略して支配しているんですけども、この中の状況でですね、もともと確かにロシア系の住民が多い地域ではあるんですけれども、体系的なアイデンティティである、ウクライナ語であるとか、ウクライナ人であること自体を違法化して、ロシア人であるからロシア人として教育せえみたいなことを、正式に大統領の命令書として書いたっていうことなんですね。だからドンバスを割譲してしまったらおそらく絶対にこういう政策をやってくるはずなんですよ。これはジェノサイドの定義に当てはまりますよね。もちろん実際に殺害するわけじゃないですけれども、ウクライナ人であること自体を違法にしてロシア語を喋らなきゃいけないと、ロシア人であるっていうことを、主張するようにしなきゃいけないと言っているわけですから。で占領下の4州すべてに国家政策実施のための執行機関を設置し、ロシアの法的、社会的、経済的、教育的、文化的情報空間へ統合し、ウクライナのネオナチの権限と歴史的改ざんを対抗するというようなことで、2036年までにこの目標を達成するというような、ことを考えているようです。だからなんでしょうね。軍事的にどうしてもロシアとウクライナの和平が難しいとしても、そこはというか、そのドンバス地域のそのロシアアイデンティティの人たちを別に無理にウクライナに呼べと言っているわけじゃないんですから、領土を割譲せざるを得ないとしても、話し合ってですね、ロシア人として暮らしたい人はロシア人として暮らし、ウクライナ人として暮らしたい人はウクライナ側に来てウクライナ人として暮らすっていう風な和平案じゃないと絶対受け入れられないですよね、こんなもの。はい。民族をですね抹消するに等しい行為だと思いますので、それは受け入れられないのは当然であろうと思います。はい。
うん。あ、ケイエスヨッチャーさん、コウカラスです。ウクライナが汚職で大変であって、ゼレンスキー政権が危ないとしても、ゼレンスキー体制を正当性を持って変えられるのはウクライナ市民だけのはずです。また、それによってロシアの侵略を正当化できないのは自明です。ということで、ありがとうございます。その通りです。はい。その通りです。だから、結局、ロシアの侵略を正当化しろっていう内容の和平案は飲めないですよね。これだったら。まあ、ロシアが民主国家だっていうなら私もそうじゃないですからね。はい。いや、2036年までプーチン生きてるつもりなんでしょうね。怖いっすよ、マジで、この人。長生きする気満々じゃないですか。そこも怖いですよね。はい。プーチンもトランプもネタニヤフも逮捕すべきだと私は思います。公民化政策ですね。はい。公民化政策です。いや、なんかいろんなとこが大日本帝国みたいになってますよね。つか、もちろんそんなに面白いんだよ、もう。ウシライオットがプーチンによってテロ組織認定されたそうです。あ、そうみたいですね。それ見ました。ロシアのね、女性のパンクバンド、プシライオットっていらっしゃるんですけども、未だにね、反体制を貫いてるすごい人たちなんですけど、ついにテロ組織だと言われるようになってしまったらしいです。そんなにフェミニストの女性が怖いのか、このおじさんは。そう。ウクライナはネオナチって未だに言ってますよ。ずっと言ってるからね。いやでも本当にロシアからね、暴力を介さず取り戻せる方法があればいいんですけどね、今のところ無理なんだよな。ほんとならず者ですよね。だからね、そう、中国の式典で不老不死について話し合ってたら怖すぎますよね。習近平との会話が BBC にリークされたんですよ。不老不死になるにはどうしたらいいと思う？臓器移植とかすればいいんじゃねえかみたいな。なんか妄想言ってるように見えないから怖すぎるんですよね、この人。まあ、早いとこ逮捕されてほしいと思います。はい。まあ、ウクライナについてはね、これぐらいなんですけど、まあ、これがどう日本の政治と関係ないじゃないかっていうツッコミが入りそうなんで、はい、まあ、この話をします。自民党防衛装備品輸出の5類型撤廃を議論、安保3文書改定に先行ということで、まあ、なんかしつこく高市政権が言い続けているのですが、自民党の安全保障調査会は1日、輸出できる防衛装備品を救難輸送警戒監視、総会の目標に限定した5類型の撤廃をめぐり有識者をめぐって勉強会をまた開いたそうです。高市早苗首相は安保改正3文書を来年中に前倒しで改定する意向で、自民党は来年3月4月にも政府への提言をまとめる見通しである。小野寺五則さんは会合後、今の防衛装備の移転についてどうするかという法廷を定めた上で防衛政策に反映する用意があるなどと、記者団に語ったということなんですけど、ちょっと消えますが、いやって今までさって別にウクライナにその防衛装備とか一部だから防弾チョッキとかその限定的な支援はしたけど、今日本が主権国家として武器を売ることを正当化できるそうな同盟国っつったらウクライナぐらいしかないじゃないですか。まあアメリカに売ったパトリオットミサイルはウクライナに行ってんだか知りませんけれども、事実上そこしかないのにウクライナのウロジもこの議論の中で出てこないんですよね。誰にこれを売るつもりなんですかね、この人たちは。私にはさっぱり理解できないのですけれども。一応日本国の名誉のために言っておくと、ウクライナは、だから、まあこれ外務省ですけど、ウクライナには散々いろいろ支援してるんですよ。まあ人道支援、財政支援、食料支援、復旧支援で120億ドル以上の支援をしていると。医療、保健、水、衛生、シェルター、食料、女性、子供の保護などの人道支援を行い、財政支援も積極的に類似し、まあロシアに対してもエネルギー制裁などを課してきたと。まあやれることはやってるんだ我々はというですね、ちなみに JICA という組織を通じて小型発電機も供与してるぞすごいだろうというような、まあことも書いているんですけど、まあこの内容が十分かどうかはともかくとして平和的に支援してんだからそれを継続しろよという話じゃないですか。だからなんでそういうことを議論してんのか私にはさっぱり見えてこないんですけどね。はい。まあ、習近平そうですね。プーチンに比べればはるかに理性的なので、本当台湾有事に関してはぜひ思いとどまってほしいんですけど、でもやっぱり何するかわかんないから危ないんだよ。いや、本当独裁者は不老不死大好きですよね。はい。まあ、だからね、例の国が支援先、輸出候補なのではないかという感じがしますよね。本当に国が防衛したいのなら高市政権をさっさと潰すのが一番であって。
いや、本当に戦争で儲ける気満々なんじゃないですかという。輸出するほど武器買ってたんですか。水銀は常温で溶けたり固形になったりするから水秘的で不老不死の薬としてみなされるようになったが、中国の皇帝で水銀飲んだやつはみんな死んでますと。日本国に擁護できるような名誉があるのですが。いやだからね、日本製のミサイルが子供を殺すみたいなことになったらとんでもない話じゃないですか。だから、ウクライナのような、状況にある国以外は堂々と支援できる国なんてないんだから、ないのに、しかもウクライナのうの字もないのに、そういう議論が進んでるのってどういうことなんですか。で、11月5日に日ウクライナが、ゼレンスキーさんと高市さんが電話で会談してるんですよ。で、高市総理大臣から命がけで祖国をまとるゼレンスキーさんはすごいみたいな、どうでもいいんですが、それに対してですね、両首脳が一刻も早い平和を実現するということでキーウに行くみたいな話にもこの時出てたみたいなんですね、高市の方から。でも行く気配全くないじゃないですか。今までそういう話一回も出たことないですよね。だから歴代首相みんな、石破さんは言ってなかったかな、確か岸田はでもちゃんと言ってるのに、全然だからね、こういうことを推し進めている高市さんがウクライナに行く気配が全くない。これは一体どういう話なのかということなんですけれども、NATO とかウクライナで検索したところこの人が出てきたのですが今日はドイツの AFD から8月のクルパラ代表に続きゲラルト・オッテン大議員の表敬訪問を受けました。彼は安全保障委員会の所属で増大する防衛費 NATO との連携ウクライナ戦争 NATO との連携ウクライナ戦争について意見交換をし AFD のドイツ国会でおける処遇や地方議会選挙で候補者が複数人亡くなったことについても、お聞きしました。そして何といってもメインはグローバリズムについてその課題についてはしっかり共有できたというふうに思いますということで、神谷宗平さんなんですけれどもいやというか今回参政党の出番これだけなんですけど、参政党がですねロシアに対して非常に独特な見解をお持ちであることは皆さん知っての通りだと思うんですけど、現在進行形のロシアのウクライナの紛争は国際社会全体に深刻な影響を及ぼしている。この状況において我が党は戦争の即時停止と平和的解決を強く求める。戦争の継続は多くの人命を奪い地域の相手を脅かす、うんたらかんたらと書いて、この紛争の背景にはウクライナ東部のロシア系住民の問題や NATO の東方拡大など複雑な要因が絡み合っている。複雑な要因が絡み合っているどういうこれはあれなんですかね。複雑な要因も何もプーチンが侵略戦争をしてるだけでしょという話なんですけど、はい。ロシアの傀儡であると言われている AFD と熱く握手している神谷宗平さんですので、ウクライナ戦争開始当初からもですね、ロシアそのまんまみたいな意見が、書いてあったことでも注目されているんですけれども、はい。お察しですよね。だからウクライナに協力する気ないですよね、この政権。総合的に親ウクライナ派の人たちが少ないし、おそらく意見する場面じゃないような気がするんですよ。だからせっかくっていうか、強引に武器輸出私は反対ですけれども通したとしてもウクライナに売るっていうような話にならないんじゃないかなって思うんですよね。じゃあ誰に対して売るんだよというわさわさ話になりますよね。はい。いや、ほんとね、中東特需とかなんか言い出しかねないっていう話ですよね。戦争に儲けるにして本当に儲けられるのか微妙な気がします。悪事国債分のカバーは無理だと思います。本当にそれは無理だと思いますよ。はい。だからウクライナで儲けてるわけじゃないですからね、その辺をちょっと後です今説明しますけど、いや、プーチンがウクライナを欲しいだけですよ。複雑な背景なんてないから。だから典型的なこれ陰謀論者の言い方ですよね。信仰とは絶対に言わない三宮総平、参政党の神谷宗平でございます。
はい。ということでですね、世界の軍需産業の販売額が最高に達したそうです。24年日本企業 40% 増ということで、1位は米国のロッキード・マーティン、どこに売ってるかというと、はい、イスラエルですね。RTX もイスラエルに売ってますね。いや、誰がお金儲けしてるか一目瞭然ですね。ただね、アメリカばかりの悪口を言いたくなるんですけど、7位に注目しておきたいんですけど、ロシアのロステフがですね、7位に入ってるんですよ。これは明らかに、だからやってるだろうというか、ロシア・ウクライナ戦争で、ウクライナの側が要は金儲けしてるだろうって言われるじゃないですか。でもウクライナなんてそもそも軍需産業がないんだから、米国は金儲けしてるかもしれませんよ、裏で。だけど、儲かるわけないんですよ。一方的に借金して武器買ってるだけですからね。だから、儲けってるのロシアなんですよ。だから戦争が長引けば長引くほどロシアは得するんですよね。はい。で、ちなみにロシアが売ってる先がどこかっていうのも明らかになっていて、これ戦争が始まった後なんですけれども、インド、中国、エジプトの順で、中国に 20% 以上売り上げていると言われております。買うなよっていう話なんですが、やっぱりインドや中国はですね、引き続きロシアから武器を買っているそうでございます。ですが、もちろんおそらく一番消費してるのはロシア自身で、ウクライナ戦争で使ってんだろうなと思われます。はい。マイノリティ差別や戦前みたいな空気になればそれで良いみたいな奇妙な極右の国際連携は最近目立ちますね。いや、本当にね、だからこういうことしたいからじゃないのって言いたくなりますよね。結局、戦争になれば、金儲けできる人たちがいるわけじゃないですか。で、その極右の人たちの方が儲かるわけですよね。で、実際、ウクライナは借金まみれに今なってしまってると言われてるんですけれども、アメリカがこうやってね、稼ぐ一方で、ウクライナは貧乏になってってるし、ロシアは金儲けしてるという構図なわけですよね。そもそもって軍需産業なんてないですからね、対して。はい。で、陰謀論者ってシンプルなものを複雑な問題を単純にするなと思います。そう、インドはモディも本当にやばいですからね、あまり注目されないですからね。ボムさん、コンカラスです。進路右翼と話したら世界の対立構造はロシア対中国だと言ってました。すごいな、その世界観。あんまりいないんじゃないですか、そういう人。ロシアと中国、中国に 20% ぐらい売っているんですけれども、このデータだと。はい。ウクライナは基本農業国ですからね。だから穀物地帯だからロシアに狙われているという面もありますので、はい、ということで、皆さんご指摘にコメントでご指摘の方もお察しだと思うんですけど、オチがこれですね。はい、イスラエル製の攻撃ドローンの購入はどう考えてもまずいということで、パレスチナ自治区ガザへの攻撃で多数の住民を大虐殺したイスラエルから攻撃用ドローンの購入を検討している防衛省の動きに反対する市民集会が27日国会内で開かれました。はい、日本の国交省は防衛省はですね、イスラエル製ドローンを購入することを検討しているんですよ。自衛隊はこれまでも非攻撃用のドローンを運用してきましたが、2025年度予算では攻撃用ドローンの取得使用を初めて計上し、すでにイスラエル製を含むドローン7機種の実証実験を実施しており、年内にも第1弾の入札を行う見通しです。はい。ということで、12月中にですね、イスラエル製の攻撃ドローン日本買う可能性あるんですよ。冗談じゃないですよね。いや、もうふざけるなとしか言いようがないんだけど、だから、プーチンもそうだし、イスラエルもそうだけど、侵略戦争をやってる側から買うなっていう話でしかないじゃないですか。だから虐殺の容認ですよね、これ。だからロシアから武器買ってんのとあんまり変わらないと思うんですけどね。はい。だから結局なんかね最近なんかウクライナのことさえ言わなくなったから左翼を説得する気もないのかなという気がするんですけど、5類型撤廃みたいなこともしてもウクライナ支援に使ったりするわけじゃないんですよ。そうじゃなくてイスラエル製のドローンの購入とかに当てる気だろ。ドローンの購入したりとかこっちからねイスラエルになんか物売ったりするんじゃないのっていう話ですよね。そうなったらね、軍需産業は儲かるでしょうけれどもね、冗談じゃないよっていう話ですね。先ほどそのイスラエルの項の時も言いましたけれども、イスラエルの投資ファンドのみたいな人たちもですね、日本に進出しているわけでして、はい。で、これは本当に危険な動きだと思うし、絶対にやめさせなきゃいけないと思います。はい。
ですね。そもそも軍需産業だって平和の時に稼ぐ企業に比べればはるかに規模は少ないですね。まあそうですね。本当に産業として組み込まれてるのはそれこそアメリカ、ロシアぐらいですからね。ウクライナは農業国なので戦争が終わったら米が下がりそうですね。統一教会は鳥を破壊するとしてもマイノリティ権をして連携できるから保守だみたいなネトウの連中もいましたが、何を守りたいんだろうかと。いや、ほんと邪悪すぎますよね。ジェノサイドを応援するんじゃないよっていう。だからもう80年後にね、何の戦争も反省もしてないっていうことですよね。はい。まあだから、ウクライナを守ることはね、秩序と平和を守ることだという、ような人たちがいますけれども、その陰でロシアとか、ロシアと武器取引をしたり、イスラエルと武器取引をしたりするのはおやめください。はい。それは虐殺への加担だと思います。はい。ということで、ですね、ウクライナの話でございました。ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼いたしました。今イスラエルから買う理由あんのかってなるわけないっすよね。なんでイスラエルからの購入を検討するんだよっていう。だからイスラエルのドローンってつまりガザ虐殺でデータを取ったドローンなんですよ。だから実証実験場になってるんでね、ガザが。はい。だからもう虐殺への直接加担と言って過言ではないですよね。当然だと思いますけれども。はい。だからまあイスラエルについてね、兵器を購入するのはとんでもないと。日本の政治指導者個人の国際的刑事責任の問題にも発展しかねないというふうに指摘されてますけれども、当然のことだと思います。はい。ということで金儲けに武器は買わないでください。はい。ウクライナにはちゃんと支援してください。平和的に。ということで、ですね。まあ、だいぶ、佳境に入ってきたんですけれども、中国の話をということでしたいと思います。まあこれ基地の話だと思うんでさらっと流しますけども、ウェッジに改めてまとめられた記事がありましたのでちょっと読みたいのですが、先週ですね、アメリカ大統領トランプ様が仰天発言をされました。同盟国の多くは友達じゃない。台湾有事発言で高市首相を諌めた電話協議、自分の都合で動く米国とどう向き合うべきかと。自分の都合で動く米国ってなんかすごく高市さん寄りの見方をしてるのがちょっと面白いんですけど、まあ25日にですね、高市さんとトランプさんの電話首脳会談が行われました。まあその時にですね、高市さん側の人たちは、トランプさんが中国に対抗して応援してくれるっていう風にすごく期待したみたいなんですけれども、ところがですね、そのような期待をすっ飛ばし、ウォールストリートジャーナル紙によれば、電話会談によってトランプ大統領は高市首相に台湾問題で中国を刺激するんじゃないという風に諌めたという風に言われてます。はい。まあこれがなんかね、一部の高市さん支持者の人たちはフェイクニュースだとか言って大騒ぎしていたんですけれども、全くそんなことはなくてですね。はい。まあ中国との今の取引を重視している、トランプがですね、普通に高市を切ったというような話だと思います。これ FOX ニュースのしかも記者が聞いてるんですよね。FOX ニュースのイングラム記者は、中国の台湾へのいかなる動きも日本の国家存亡の危機とみなすかもしれないということを高市首相がおっしゃりましたと。なのでですね、中国の人々は我々の友人とは言えないですよねというふうにトランプに聞いたんですよ。そしたらなんとトランプが言ったかというと、同盟国の多くも友達じゃないんだよ。同盟国は中国以上に貿易で我々を利用してきた。見てくれ、私は習近平主席とも大変良好な関係を築いているじゃないかというふうに念押ししたということで
言われておりまして、まあ完全にこれ高市さんを切る動きをしてきましたよね。はい。そう、当然米国は米国の都合でしか動かないし、ましてやトランプですから、中国のね、今、中国とのですね、少し、まあ貿易戦争が一段落みたいな感じになっている時にわざわざ日本の味方をするわけがないんですよ。で、米国に大量の中国人留学生がいるという考えにマガの人たちがあまり乗り気でないのに、最近トランプ大統領は留学生の国外退去を撤回し、より多くの留学生が中国から来る可能性に言及していることについて正した。するとトランプ氏は、米国には巨大な大学システムがあり、留学生を止めるとその半分が破産してしまうじゃないかと。だから中国人留学生は受け入れるべきだみたいなことを言ったというまあこれもちょっとびっくりな発言なんですけれども、移民排斥派のトランプがですね、まあそれぐらい日本の人たちと違って中国人留学生の皆さんを大事にしているというようなことまで明らかになってしまったということで、まあこれは当面トランプは方針を変えないんじゃないかと思います。はい。そう、トランプも中国もね、戦争もして得することは一個もないはずなんですけどね。だから本当ね、やめてほしいんですけどね。トランプにすらたしなめられるっていうね、本当に情けない話ですよね。商売人のトランプが日本と中国を天秤にかけてどちらを取るかは自明で、今までの貢献とかわざわざ考慮することがないし、米国の根回しもせずにあんなことを言ったのはびっくりだわというね。いや、全くその通りでしかないですね。で、アメリカのやっぱ根回しも何もないただの失言だったんだっていうのが、まあ改めて明らかになっちゃってましたよね。アメリカファーストのトランプに一体何を期待しているのかと、外国人を追い出したら国が上手くなることに気がついたのかというね、まあトランプはだから一応やっぱり現実には気づいてたんでしょうね。トランプなら日本なんて資源ない国より中国より仲良くしたいでしょう。ですね。だからね、もう確かにトランプのイスラエルに対する態度とかとことんひどいし、やっぱり金のことしかこいつは考えてないんだなと思いますけど、逆に言えば、まあ中国の人たちに、中国にとっては金になるから相手だから、まあトランプは切るわけにいかないっていうことですよね。で、アメリカフォーブスもトランプを跳ね返す習近平の万里の長城、日本を助ける余裕なしというような、断言する記事を書いておりまして、まあ中国は今後日本にもいろいろな措置を取ってくるかもしれないと語る。中国のやり方としてはまず中国経済に影響しない措置から始める、自らも多少の出血を確保した措置に移行することが予想されるが、もともと輸入していなかった日本の水産物などは禁止しても問題ないというわけだと。2026年末までを期限とした日本人の中国入国ビザ免除措置の停止や日本政府の不買運動やレアアースの輸出規制などが考えられるというので、まあ、トランプ氏の援軍はあまり期待できない日本にとっては防衛力を強化しつつ日中関係の一日も早い沈静化を目指すしかないようだ。頑張ってねという感じで、まあ、完全にアメリカ人からはしごを外されておりますね。という感じでしかないのですが、まあ私はあくまでもその中国政府にも反対の立場ですが、まあこれは完全に高市政権の自業自得であろうと思います。あれだけ媚び打ったのに何の意味もなかったということですよね。はい。極右思想を煽ったら利益とかも何もなしに大真面目に極右思想を内面化した政治家が首相になるとか、そう自家中毒状態になってますよね、日本もね。ほんと生きりと勢いしかないですからね。高市支持者は高市に何を期待しているのか。米国も米国でドルは強いがインフレがひどいらしいし余裕はないよっていう。そうですね。だからトランプも今のね、大きなビジネス相手である中国に対して機嫌を損ねたくないんでしょうね。オックスの記者は中国人はフランス人と違うんですよと差別的なことを言っていました。高市のこともバカにした言い方をしてました。あ、そうなんだ。そんなね、スーパー極右の人からスーパー極右の質問を跳ねのけるような感じの返し方をしてしまったということですね。なんか普段ならね、喜びさんでそうだみたいなこと言いそうなのにですね。ありがとうございます。補足ありがとうございます。ちょっとそれ知らなかったです。ということでですね、まあそうしたらね、台湾に期待するしかないみたいな感じなんですけど、先ほど速報が入ってきまして、台湾検察当局が TSMC 機密取得事件で東京エレクトロン台湾子会社を提訴し6億円の罰金を求めたということです。はい、ご愁傷様です。
TSMC って皆さん知ってると思うんですけど、台湾石体電路製造古墳有限工事さんですが、台湾でですね、世界有数の、台湾の誇る半導体企業の一つでありまして、熊本に大きな工場がございます。これをね、誘致した時に岸田さんとかが大喜びで、台湾最高みたいなことを言っていたことが記憶に新しい人たちもいらっしゃると思うんですが、なんとですね、台湾現地で日本人が台湾の TSMC の機密情報を盗んだ事件があったんですよ。これ8月の記事なんですけど、台湾当局は半導体受胎生産の世界的大手 TSMC の技術に関する機密情報を不正に取得したとして国家安全法違反容疑で同社の元従業員ら3人を拘束したと。いうことですね。ここで、TSMC と取引のある日本の半導体製造装置大手東京エレクトロンの台湾事務所が、関係先として家宅捜索を受けたということで、日本の東京エレクトロンの従業員がスパイだったということですね。だから台湾なんで当然中国の産業スパイにはすごく警戒してると思うんですよ。いや、中国のスパイがもしかしたら僕らの情報を盗んでくるかもしれないと常に警戒してたら、まさか犯人日本人だったというですねバカじゃないかというですね。この時も聞いた時も呆れてて開いた口が塞がらなかったんですけど、今日改めてですね、6億円の罰金が求められたということで、さっさと払うしかないのではないかなと思います。いやー、ほんとね、タイミング的に合わせてきてないかって思いますよね。だから別に私は日本と一緒に中国に叩かれるつもりないんでみたいなさっさと6億円払っていただけませんかみたいな感じですよねもう誰も味方がいねえっていう感じなんですけど、もう全方位にだから嫌われ始めてないかっていうですね、イスラエル状態になってないかという恐ろしさをちょっと感じて始めているんですけど、私だけですかね。いやー、もう企業レベルの悪行ですから本当にやばいんですよ。これ産業スパイですからね、いわゆるね。はい。で、その高市さんは何かしているかというと、高市首相戦艦言及間違いを否定、ということで今日のニュースなんですが、高市首相が台湾有事をめぐる国会答弁の中で触れた戦艦という言葉について言い間違いではないという答弁書をわざわざ閣議決定しました。言い間違いじゃなかったんだあれっていう。戦艦は軍艦の中でも強力な手法を備えた大型艦を指す場合が多く、先ほどベネズエラの話ちょっとしましたけれども、あれは空母なんで、空母打撃群なんで、戦艦というかどうかはちょっと微妙なところです。はい。なので、台湾有事の際に海峡封鎖などを行う場合は出すのは空母であって戦艦ではないのではないかというようなツッコミがいろいろなされていたりしたんですけれども、そもそも戦艦と空母の区別ついてんのかこの人という、感じでもあるんですが、文脈によって意味が異なりうるため言い間違いであるという指摘は当たらないということで、わざわざ、答弁はこれは私の答弁は間違ってないと、改めて閣議決定されたようでございます。はい。いやー、でもこれでもう撤回できなくなりましたね。どうするんでしょうね中国はね、ずっと撤回を求めてますし、もう台湾やアメリカも特に支持している発言ではないわけですが、どうするんだろう、これは。いや、何閣議決定してんですかね。言い間違いじゃないってなおさら悪いですよね。そんなことまでやらなきゃいけないのか。議員定数削減の戦艦が本気っぽい総理が支持率高いのはもうダメだ。そう、戦艦ほとんどなくて空母がメインですからね、私でさえおかしいと思いましたよ。戦艦って何っていう日本語としておかしいでしょっていうね。また周りの人の余計な仕事をボンボン増やしているだけではないか。大体戦艦なんて今日本にどれだけあると思ってるのか。はい。ということでですね、中国が国連に2度目の書簡を出しました。
中国国連大使は1日、台湾有事に関する高市首相の国会答弁を撤回を求める2度目の書簡を国連のグテーレス事務総長に送りました。1度目の中国の書簡に反論した日本が根拠なく中国を批判していると指摘し、非核三原則の見直しなどを検討していることを挙げ、日本が再軍備を進めていると警戒を呼びかけたと。高市の挑発的な台湾有事に関する国会答弁が原因だと強調し、軍事介入を示唆したことは戦後秩序を乱し、国連憲章違反に当たるとして中国側の書簡送付は正当で必要な措置だったと説明したと。台湾に関する私は中国の主張を受け入れない立場ですけど、これに関しては正直文句の言いようがないですね。根拠なくああいうことを言い、しかも非核三原則の不当な見直しなども進めて再軍備を進めようという野望を抱いているではないかって、これ事実だから反論しようがないですよね。もうどうにもならないじゃんこれじゃっていう。正論パンチを食らいまくっているんですけど、本当どうしたらいいんでしょうね。アビエソレさんこんばんは。来ていただいてありがとうございます。鹿の時から意地でも撤回しないし、国内は熱烈応援団でごまかせるかもしれないが、外交はそうはいかないということで。ただね、中国がなんで国連にわざわざ書簡を提出してるかっていうと、こういうことだと思います。人権の政治化に反対する85カ国による共同声明というのを実は中国はこっそり提出しております。国家主権、独立及び領土保全の尊重並びに不干渉を求める。我々は人権の政治化、二重基準、あるいは人権を口実とした国家内政干渉に反対するということで、恐ろしいことにパレスチナまでこれサインしちゃってるんですけど、要はこれだから台湾有事は内政干渉だから口出しすんなっていうメッセージなんですよ。いや台湾の人たちの人権問題を考えたらさ、人権問題で不干渉にするなみたいなこと言うのおかしいじゃないですか。でも中国に賛同する親中寄りのですね85カ国、カメルーンとかアルジェリアとかアラブ首長国連邦が署名して国連にこういうですね共同声明まで提出しちゃったんですよ。だから台湾の味方をしたかったのかもしれないですけど、かえって台湾を危機に陥れているように私には思います。はい。だから国連でこういうのをね提出されればされるほど台湾の立場が不利になっていくので、はい。ね。日本と中国が国際的に対立したら日本側に立ってくれるの真面目にどこなんでしょう、イスラエル。いやー、本当にイスラエルぐらいしかいないのではないかって気がしてきましたよね。綾川健太さん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。いや、本当間違いを認めないで台湾に迷惑かけてるのは、ちょっととんでもなさすぎますよね。そう。で、中国は常任理事国の立場をやっぱうまいこと利用してるんですよ。だから外交はやっぱ上手ですよね。だからこういう感じで外堀を埋められてしまうと、どんどん台湾の立場苦しくなってくると思うんですよね。その辺の、反論したノートをすいません、ようやく書きましたので、台湾有事は国際法違反か、台湾と中国本土の統一に向けた武力行使の適法性本意強化翻訳ということで、アメリカの人の意見なんですけれども、翻訳しましたんで、興味ある人はノートをチェックしてみてください。内容読みませんが、ただね、あくまでアメリカから見た意見なんで、一応その中国側の意見も尊重して、台湾のことは中華民国というふうに呼称しております。はい。ですね。そう、本当にね、習近平さん頭いいから恐ろしいんですよね。だからこうやって外堀埋めてくるわけじゃないですか。徐々に。日本に対しても、軍事化とかで、再軍備してるんじゃないかとか、戦前回帰してんじゃないかって事実だから反論できないでしょ。で事実だから反論できない部分で、外堀を埋めていって、自分の都合の良いようなことをさらっと通そうとするんですよね。はい。やっぱり2手もね3手も上を行かれちゃってるんじゃないかと思いますね。中国に対してだからはっきり対立姿勢を見せられる国ったらそれはアメリカともう EU ぐらいしかないですよね。はい。だからそのアメリカのトランプでさえ今調子なわけですからやっぱりなかなかですねこうやって外堀埋められると中国に逆らえなくなっていきますよね、どの国も。はい。
ということでですね、まあただ中国は中国で非常に問題があるのでそのことを取り上げたいんですけど、日本歌手の公演が次々と強制中断されるという事件が先日話題になりました。アニメイベント中止、文化排除本格化ということで、中国上海市で28日に開幕したアニメワンピースなどの人気キャラクターをテーマにしたイベントで、バンナムのイベントだったんですけど、日本の歌手が歌唱途中に強制的に公演を中断させられる出来事がありました。イベントは30日までの予定でしたが、主催祭のバンダイナムコは中止を決定し、中国で台湾有事をめぐる高市早苗首相への発言の反発が広がる中、日本でのアーティストや公演やイベントが中止が相次いでいるということで、もうなんかねだからアーティストの人たちが結局苦しむ羽目になってしまっているんですけれども、このように中国当局は、まあ表現の自由ないので、こうやってね日本の公演を次々とキャンセルするような措置にまで出ているということです。まあこれがねバンナムとかその向こうの現地法人の忖度によるものなのか、国家側のね強制的な命令によるものなのかはちょっと分かりませんが、まあ浜崎あゆみさんなども上海公演が中止になり非常に悔しい思いをされたというようなことが言われております。いや本当ね、高市さんが叶う相手じゃないんだからね、おとなしく白旗あげてほしいですね。もうやめてくれよっていう竹やりたい戦車みたいな感じになってますからね。香港の火事で活動家の方が逮捕されたのもひどすぎますよね。独裁国家も封鎖されて、いや本当にね香港もひどいことになってますよね。なんかねいろいろ署名とか集めた、活動家の方が逮捕されたりしましたので、香港の寄付先もリンク先から示して概要欄から、止めますのでよかったら、寄付してください。春音みりさんも黙るな、怒れ抗議しろっておっしゃってましたね。はい。浜崎あゆみは中止を無視して結婚したそうです。リハーサルは結婚したらしいですね。やっぱりすごい勇気ですよね、浜崎さん。尊敬してます。産経等の右派メディアは中国は他国からの印象が悪いので外交はうまくいっていないみたいな記事が並んでそんな事実はねえよってだから幻想で批判するのやめてほしいですよね。中国が現実的にこうやって批判すべきところたくさんあるんだから現実を見て批判してください。で、安田峰俊さん、ちょっと霊障系なのであまり私得意でないんですが、浜崎あゆみや大月真紀の公演が続々と中止になる中、メイリアの北京ライブは無事挙行されました。メイリアは今回の高市発言後、中国の SNS である美爆で永遠に一つの中国を支持するとコメントしていましたということで、日本人アーティストのメイリアさんなんですけど、永遠に一つの中国を支持するというふうにコメントされておりました。はい。でもなんかこうやって踏み絵を踏まされるみたいなの本当に嫌だなと思いますね。はい。っていうことなんですけど、最後に取り上げたいのが、会場は日本なのに中国国内ライブの禁止の6歌手の歌を聴くためだけに多数の中国人が来日し涙。日本人が知らない中国の一面という記事で、こちらぜひ読んでいただきたいんですけど、ただ一つ言っておきたいのが、これ放映してるのがね、フジテレビ系の FNN プライムオンラインなんですよ。なんかその美談風にこれ語ってるんですけど、いやあなた方でだからスパイ防止法とか制定しましょうみたいなことを言ったり、その移民排斥とか、中国人は嫌だみたいなことを言ってるくせにこういう記事書くんだへーっていうちょっと、そういう嫌味を言いたくはなるんですけど、どういう内容の記事かっていうと、45歳の中国人ロック歌手が日本にツアーのために来日しまして、1万人ものですね中国系の方々が集まったそうです。はい。でなんでそんなことになったのかっていうと、この方ですね中国から反政府的じゃないかっていうふうに目をつけられていまして、中国での公演を禁止されているらしいんですね。経済発展によって激動する中国の40年間の小人物、普通の人々のどうしようもない人生のあれこれで構成される生活の断片を描いた歌謡曲であると。例えば南京の通りの名前と同じ熱夏というタイトルの曲の歌詞はこのようなフレーズであると。熱夏通りには長年営業している理髪店がある。どんな髪型のカットでもたった5元。店の主人とその妹は椅子に座り何も言わずに鏡を見つけている。この街に移ってから896日が経った。熱夏通りはいつも同じ顔をしている。リー氏の歌は誇りっぽい中国の普通の人々の無力な日常を歌ったものであり、政府の公式メディアが毎日喧伝するポジティブなエネルギーとは相入れないものであると。
直接の理由、彼が規制された直接の理由としては、2018年に彼が著作権侵害で中国の大手商業プラットフォームを訴え、アーティストの権利を擁護する道を歩み始めたからだと言われている。そこが中国政府に目をつけられてしまったのではないかということで、彼のファンがですね、日本に来てやっとリーの歌が聴けると言ってですね、涙しながら聴いてたという話なんですけれども、だから日本政府はこういう人を支援しなきゃダメなんじゃないですかね。その中国からの難民申請を認めないでね、弾き返そうとしてた入管という組織もあるんですけれども、だから難民申請するに足る理由がある人たちがたくさんいるんですから、だからこういう人たちの支援しなきゃダメですよね、民主主義国家として。だからそれが本当にその中国と対抗していくっていうことじゃないかと思うし、だから日本が仮にもね、今怪しくなってきてますけど、スパイ防止法のような法律がないですね、自由主義の国家として存在する理由っていうのは、こういう曲が自由に聴けるっていうことじゃないかなと、そこが唯一と言っていいくらいいい点じゃないかなと私は思うんですけど、なんかそんな風に思わない人が多いのかなというところですよね。本当にね、中国でね、反政府だって言われた人たちはこんなひどい目に遭う。だからこの人別に反北京主義者じゃないんですよ。どちらかというと中国政府寄りの歌とかも歌ってるらしくて、例えば天安門事件を想起させる、人民に自由は必要ないみたいなので、自由は必要ないのみたいな曲を歌ってるらしいんですけど、ちょっと聞いてないので分かんないんですが、だからといってね、人民に自由はないってわざわざ歌ったのにこんな目に遭ってるっていうことですよね。無気力な現状を歌っているのにポジティブなエネルギーでエンパワーメントしたり批判したりできるっていうのはすごいでもね、やっぱりこの方すごいですよね。この歌詞読んですごいなって思いましたよ。はい。やっぱりこういうね、感動的な曲を普通に歌える人が、なんで目をつけられなきゃいけないのかわからないですよね。中国は反政府歌手だけでなく逆に愛国歌手も、規制されるという、オリンピック応援歌も規制されました。そうみたいですね。だからどちらにしろナショナリズムを煽るにしろ批判するにしろダメだっていうなんか政治的なものは全部ダメだみたいなねなんか自称普通の日本人みたいな方針みたいですね。はい。そうだからね、民主主義の唯一いいところはちょっとすいません、ヘイトツイートを出すので最後注意なんですけど、唯一いいところはね、だからこういうところだと思うんですけど、はい、新幹線にも中国人が消えた、渡航自粛は高級化していただきたいという、なんかこのツイートがね8万いいねぐらいされてるんですけど、いやそもそも中国の人が消えたかどうかという証拠が何にもないし、ただ空いてるだけなんですが、この人らのやっぱり確信ってこれだと思うんですよね。マナーが悪いとか犯罪とかって後付けの理由なんですよ。確信はこの気に入らない奴らにこの世から消えてほしいっていう憎悪でしかないんですよね。だから全く非論理的だし、ヘイトそのものだし、だからそんなこと言ってるのって中国共産党と変わんないですよね。あんまりこの言い方するの好きじゃないんですけど、だから自分に目障りな存在は消えてほしいみたいなことを言う人っていうのは全体主義者であって、私は民主主義者ではないと思います。はい。ということで中国の話でございました。日本人はどっちにしても本当無関心なのが嫌ですね。なんかソ連の第二次世界大戦直後の音楽家とかでも似たような話、そうですね、ありましたね。国籍投資は何度見てもひどいわ、このおとつい。国籍投資メガネっていうウィーブがありましたよね。閑散とした活気のない日本がいいんでしょうかね。いやーでもこういう人たちってどういう日本を理想としてるんでしょうかね。なんか誰もいない静かな日本がいいっていう感じなんですかね。そういうなんかなんて言うんだろう。のび太くんが独裁スイッチで悦に浸るみたいな心理なのかもしれないですけど、ちょっと私には理解しがたいですね。はい。もう差別も本当隠さなくなってきましたよね。だから中東系の方々に対しても憎悪丸出しのツイートをしてますからね。本当理想なんかなくてね、その場その場の考えを書いてるだけなのかもしれないですけどね。はい。ということで、ちょっとお水飲ませてください。
はい、失礼しました。はい、ということで日本アメリカ共同戦線も大詰めということで、最後には、マスコミの皆さんの話をしたいと思います。ちょっとトランプ大統領が喋るので注意してください。Are you stupid? Are you a stupid person? Yeah, Jennifer, go ahead. Go ahead. Incriminating in the file, sir. Why not? Why acting as Quiet. SNS でも落ち目のニューヨークタイムズ、国民の敵、私の悪いことしか書かない、内面も外見も醜い三流記者。メディアを名指しすることもしばしばです。You're a terrible person and a terrible reporter. I think the license should be taken away from ABC because your news is so fake and it's so wrong. 先週末にはホワイトハウスのホームページに名指しでメディア批判を展開するサイトというのが立ち上がりました。トランプ政権の本当の狙いを専門家に聞いています。はい、ということでですね、トランプの、独壇場となって久しいホワイトハウス公式なんですが、ついに適正メディアをこう問題報道の恥の伝道などとしてですね、犯罪者恥辱の伝道という、ウェブサイト名を作って晒し上げするという行為に至りました。もうこの人独裁者でしょ、ただ。という感じなんですけど、逆に言えば、まだアメリカにはトランプを真っ向から批判するメディアがこれだけあるということではありますね。KTLA、NBC ニュース、アクシオス、NBC ニュース、CNN、MSNBC、ABC ニュース、ニューヨークタイムズ紙、CNN、ワシントンポスト、ロサンゼルスタイムスは犯罪者だというですねすげえなという、感じなんですけれども、いやほんとなんでこれが許されてるんでしょうね。もちろんマスコミからはものすごい、だから CNN とかは猛批判してるんだと思いますけれどもね。はい、そうコビコビメディアかと比べたらまだね生きてる証拠ではあるんですけどね。はい、狙いも何も言論統制だし、アナウンサーさん噛んじゃったら意味ないしはこんなめちゃくちゃなことはないよってでマムダニにはこびるようなこと言ってたのにね、なんかやっぱりまた元のトランプに戻っちゃいましたよね。最近のトランプとメディアの関係では BBC がひどい道をたどってます。あ、そうなんですか？ BBC そんな妥協的になってましたっけ？ちょっとごめんなさい。それは知らなかった。これがホワイトハウス公式サイトなのか？そうですよ。そうです。ザ・ホワイトハウスですからね。これは私、偽ファサイト出してませんので、アメリカイズバックとかこれ表紙になってるんですよ。もう見る影もないですね。昔はもうちょっとまともなサイトだったんですけれども、トランプ政権になってから急にこういうネトウヨみたいなサイトになっちゃったんですよ。そう、つまりこのメディアはそう信頼できるっていうことなんですよね。これはね、ちゃんとトランプに忖度しないで報道してるメディアの一覧ですからね。そう、ここに書かれてるメディアはまだ応援する価値があると思います。もちろん CNN とかでワシントンポストとかはイスラエル寄りの記事とかもたくさん出してるし、別にね、リベラルっていうか左翼と言えるかどうか怪しいっていう感じではありますけれども、一定の情報信頼性はあるわけですよね。そう、ホワイトハウス公式はスーパーマンのトランプコラとかを作ってましたから、もうめちゃくちゃですよね。ほんとネトウヨにサイト運営されてるんじゃないかっていうのが噂されているぐらいなんですけれども、中学生の自作サイトかっていうもう品位も何もないっていう感じですよね。で、左翼のなんちゃらとか文脈の誤った読み替えが行われているとか言っているんですが、で、後半ね、前島先生が N スタについてはですね、非常にこれまともな内容だったので、興味ある人は全編見てほしいんですけど、私はあんまり N スタ好きじゃない、というか井上さんがあんま好きじゃないんだけど、なぜトランプがこんな態度なのかっていうと、トランプ共和党のね、政党別支持率で共和党の人は、相変わらずトランプを 84% ぐらい支持してるんですよ。民主党側の支持率 3% とかなんですけど、なので、トランプの、熱心なマガな支持者の人たちにとっては、マスメディアっていうのはみんなインチキを流してる敵なので、前島先生曰く、大統領にとってメディアは敵だから、自分たちのファンが
喜ぶパフォーマンスをやってる支持者固めの効果を狙っているということなんですね。だからトランプにしてはある意味合理的な行動なんですよ。だから自分の熱心な支持者、そもそもマスコミを信じていないようなね層の人たちを、より鼓舞しより熱心にですね自分たちを支持させるためにこういったメディアは敵だということで名指ししてるということみたいです。はい。いや本当ホワイトハウス公式やばいですよねBBC がトランプのホワイトハウス襲撃時の演説を切り取って編集して流したらトランプに目をつけられて会長が辞任。そうだそうだ、ごめんなさい、その話忘れてた。はい、そうですね。それちょっと恣意的な編集してたんですよ。トランプ批判の目的だったみたいなんですけど、でもなんかそれをすごく謝罪してて、トランプをそうやって捏造で批判しちゃってすいませんでしたみたいにだって BBC 謝罪してたんですよね。何言ってんの、謝罪する必要ないでしょって私思ったんですけど。確かにちょっと BBC ひよってますよね。なんかわかんないけど。赤市もトランプも支持者向けのファンサービスばかりということで、そうなんですよ。でですね、そしたらですね、日本はですね、そんな忖度メディアはそんなにないはずだから、そんなね、持ち上げてるわけがないということで、はい、日本のマスメディアがどのようにしているか見てみましょう。閲覧注意です。誠にありがとうございます。この働いて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 まいります、という言葉でございますが、賛否両論いただきました。この言葉を発したのが、自分が日本国という国家の国家経営者になるかもしれない、立場になった時、つまり、自民党の総裁選挙で、勝利した日に言った言葉でございます。決して、多くの国民の皆様にですね、働きすぎを奨励するような、意図はございません。あなたは日本の国家経営者になったことはないし今後もなりません。はい。すいません、これだけ言いたかったんですが、はい。今年の新語・流行語大賞に高市早苗首相の働いて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 まいりますが選ばれました。いやー、これは本当にやばいですね。確かに T&D 都県グループというその一営利企業の所詮都合で選ばれてる大賞に過ぎないということは前提なんですけども、わざわざしかも首相が授賞式に出てきて、私は日本国の国家経営者であるって言ったんですよ。なんかあまりこの発言取り上げてる人少ないのでちょっとびっくりしたんですけど、これとんでもない発言だと思いますよ。国家経営者って何ですか？つまり社長であるっていうことなんですか？どういうことなんだよ。国家は経営するもんじゃねえよっていう話なんですけれども。はい、ということで日本のマスコミの忖度、ここに頂点極まれりという感じの、ニュースでございました。はい。勝手に働いてくれ、周りを巻き込まず。タレント業が政治家の本質なのか本懐なのかと聞きたいが返答は聞きたくないです。繰り返しますが流行じゃなくて炎上したんです。国家経営者ってなんだよ。カラスは目を開けるんだ。労働時間の規定緩和言ってるくせによくってなんで日本を日本と読むんだろうか。炎上商法で流行語大賞に乗れるのがすごい。日本国ですよ。首相を経営者だと思ってるんですか？過労死した遺族に謝罪したメディア、クソ忙しいんじゃなかったんですか？いやー、本当にね。いや、本当にだからクソ忙しいんじゃなかったんですかですよね。なんでこれに出る暇あったのっていう、一番出なくていいイベントですよね。ということで現代用語の基礎知識は1日毎年恒例の、T&D 保険グループ新語・流行語大賞をやったんですが、1位がこれになりました。ちなみに中にはですね、高市早苗さんのブレーンの一人でも知られる、青山茂春、参議院議員のオールドメディアというような言葉も入っております。いい加減にしてほしいね。しかもオールドメディアの上にあるの脈々なんですよね。もうこれはもうなんか行き着くところまで行って
てますよね。しかもトランプ関税の受賞者が赤澤大臣になって、まあ確かに赤澤大臣といえばトランプ関税だし、彼はね、石破政権下で活躍した人ですけども、政府関係者が3人入ってるんですよ。高市さん、赤澤さん、青山さんっていうですね。すごいよな。こんだけ現政権を露骨に持ち上げる流行語大賞ってちょっと類がないんじゃないですか。今までの歴史であったらごめんなさいですけど。いやー、でもこんなのが戦争したがってるって冗談じゃないよっていう感じですよね。いや、国家を経営するってまさに維新スピリッツですよね。ビニールのワイドショーもいきなりの発表とこれかという感想でかなり微妙でした流行語大賞の協賛、確か保険会社、そうです。T&D グループですね。はい。高市の仕事ぶりに対して発言を差し控えさせていただきます。辻田正則はプロパガンダを上から押し付けられるだけじゃダメで、プロパガンダを信じたいという下からの動きは必要。それはね、下からの動きがないとね、これ成立しないと思いますよ。高市さん最高っていう人たちが支持してるわけですよね。いや、働いててニコニコしながら出てるのも怖すぎですよね、マジで。はい。炎上首相、家宅捜索俳優、赤字のガス万博マスコットっていう、このまあ、この組み合わせが本当にな、微妙感すごいよな。で、まあ、一つ言いたいのはね、高市さんがやっぱりアンチフェミニストだっていうことですよね。飲食店って社会的再生産を行う重要な拠点で、労働者の大半が女性なんですよ。これは差別ですけどね、事実としてね。で、そこがモバイルオーダーとか無人化進めて働いてまいりますみたいなこと言ったら、女性の労働環境は縮小悪化する。これは実はフェミニズムの大きな問題なので、ほとんど誰も気づいてないっていうですね。まあ、こういう指摘をされるのは菊池夏野先生なんですけども、はい。いやー、だからね、働いてみたいなこと言ったら、だからそのね、女性の労働者層が苦しむっていうような発想もないわけですよね。ね、この人がリーダーって本当にやばいなと思いますね。はい。タララさん、コンカラスです。現代用語の基礎知識。現代を擁護する基礎知識か。なるほど。高市は休め。しかもなんで G20 で休むんだってそう、休めって言ったら G20 で休み出したんですよね、この人。やばいよな。いや、青山茂春さんがオールドメディアって言い出したわけじゃないですよね。なんで青山さんが受賞するんですかね。それもおかしいですよね。はい。欲しがりませんかつまではマインドですよね。飲食店も派遣社員が女性がほとんどですからね。現代、旧時代。青山茂春は生まれてすぐに、生まれてすぐに盆の上に乗って言葉を喋ったとか言ってなかったっけそうなんですか。立花隆であげるつもりだったのに代打になったの。なるほど。ありえなくもない。ありえなくもない。そしてですね、他の政府関係者なんですが、小林孝之さん、昨日51歳になりました。何歳になっても誕生日はありがたいですね。多くの方に支えられていることに感謝しつつ、年相応の深みが出るよう研鑽を積んでまいりますので、皆さんよろしくお願いいたします。背景はお祝いしてくれたバンキシャさんですということで、小林さんを取材してるバンキシャの皆さんと一緒にですね、写真を撮られていたそうです。なんかもはや何も言うまいって感じなんですけど、これなんで写真撮ること許可しちゃったんですかねいやー、さすが報道の自由度70位という、まあ G7 でぶっちぎりのその低さなんですけれども、いや、もはやここまで来ると本当ファシズム体制完成ではないかという、気がしてまいりますね。たらいだった。ごめんなさい。ちょっとあれだった。読めなかった。新ワークバランス、戦前の社畜、心底気持ち悪い集合写真、オールドメディアは立花のイメージでした。かつて別称だったクイアが今は当事者によって意味合いを塗り替えられたように、オールドメディアの言葉もそうなってほしい。でもそうですね。報道特集の皆さんには頑張ってほしいですね。新聞協会。大西翼3回が帰ってきた。ファシズムを完成させたくない。ネクタイオレンジの人だしっていう。なんでネクタイオレンジにするようにしたんですかって聞きたいですよね。コバホークさんにはね。はい。
ということで、日経テレ東の世論調査、内閣支持率 75%、不支持率 18%、19% だったらね、我々 19% クラブじゃないですか、カラスマ100だけに。いや、すいません。申し訳ない。あれなんですけど、19% クラブってことで、覚えてたんですけど、さらにちょっと低くなっちゃったみたいで、ちょっと心寂しいなという感じでございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。これを 75% の人たちが支持してんのかよっていうですね、もうちょっと絶望感がありますよね。トランプも確かに84% 支持してますよ。でもあくまでもこれ共和党支持者の支持率なんですよ。日本で言うなら自民党とか国民民主とか参政党の人たちですよね。だから立憲民主党とか共産党寄りの人とか、その無党派の人たちの支持率って 25% 以下なんですよ。だから合わせてガッチャンコしたらトランプの支持率って 40% いくかいかないかぐらいしかないはずなんですよね。でも高市さんは 75% あるって。いやー、勘弁してほしいですね。いや、でもね、これ、神谷宗平さん絶対意識してますよね、ファッションね。はい。正直、ここまで報道と政治がズブズブだと情報さえ信用できなくなる。いや、だんだんね、ほんとマスコミの皆さん信用できなくなってきましたよね。もうなんか陰謀論に足突っ込みたくないんですけれど、だから今回特にですけど、海外ニュースをね、私常に参照するようにしてるんですけど、いやー、ネクタイオレンジだと愛国者から傷つけられない。なるほど。ね、投げつけ、そういうね、参政党からの非難を避けたいのかもしれないですね。はい。ということなんですが、極めつけにやばい発言。これもね、マスコミが全く批判しないで報道してるので、この項目で言っちゃうんですけど、高市早苗首相が進撃の巨人のセリフを引用し、黙って全部投資しろと呼びかけられたそうでございます。ちょっと解説しますが、高市首相が1日、東京都内で開催されたサウジアラビアの未来投資イニシアチブの、国際会議で講演し、国際会議ですが、主催は東京ですね。主催というか、発表されたのは東京です。人気漫画、進撃の巨人で使われるフレーズを引用して日本への投資を呼びかけました。首相は国家安全保障戦略について、我が国の平和と安全のみならず、経済的な繁栄を含めた国益の確保を経済安全保障として、位置づけるといい、講演の終わりに進撃の巨人の有名なセリフを借りてスペースの結びといたします。いいから黙って全部俺に投資しろと英語で挨拶すると会場から大きな拍手が起こったと。サウジアラビアでは進撃の巨人が人気があるので、それに誤ったものと思われると。もう突っ込むのも嫌なんだけど、皆さん、ネタバレしないように言います。進撃の巨人を知らない人たちもいらっしゃると思うんですが、このセリフを吐いた人物は、人類をですね、皆殺しにしようと、画策します。はい。それで、最後は、終的には、止められるというですね、ちょっと結末を迎えるんですけれども、ちょっとネタバレしちゃいましたけど、だから、いいから黙って投資してくれと言った人物は、その後人類をその皆殺しにしようと企み、活躍するという文脈の言葉なんですけども、なんでよりによってこの言葉引用したんですかね。やばすぎますよね。しかもサウジアラビア相手でしょ。だから今目の前でそのパレスチナの虐殺などが行われている国に対して、こういったセリフを言ってしまったということですよね。もう。で、これに関してやっぱりマスコミの人たちがちゃんとそういう解説をしたり、批判をしたりしないっていう、ネタバレを避けたのかもしれないですけれども、っていうのもちょっとどうかしてんじゃないかなと思いますね。いやでも本当オレンジが全部賛成通りみたいになってるのはおかしいですよね。オレンジを皆さん取り返すべきだと思います。いやでもやっぱり政治に興味ないからね、高市さんが女性首相で初だからは支えてあげようよみたいなノリの人が多いんでしょうね。それはそうだと思うから、岩盤支持層というわけではないのはわかるんですけど、さすがにやっぱり 75% はへこみますよね。海外メディアは冷ややかですよね。CNN も台湾の発言とかを冷ややかに報じてたし、あれぐらいの温度感だと思いますよ。フォーブスもああやって切り捨てるようなことを言ってましたしね。参政党からオレンジを取り返したくて、逆にオレンジの服の上から差別反対の言葉でもペイントして街を歩いてやる。実際それやってる人いますよね。確か。
高市さんはどこかでこっそり何の成果も得られませんでしたと思ってしまった瞬間がありそうです。進撃の巨人は全然見ていないのですが、これで市長の仕事、いや、務まってないですよ。だから文脈的に本当にやばいセリフなんですよ。言っちゃいけない言葉を言っちゃいけない文脈で言ってしまっているので、そう、この後顔面を蹴り上げる人がいるんで、そいつのね、だからある意味、その作中では肯定されてるセリフでもないんですけれども、いやー、今の高市さんにはある意味ぴったりなんですけれどもね。はい。この発言自体、この後にふざけたこと言ってんじゃねえと突っ込まれる発言ですからね。はい。進撃の巨人は私も好きですしね、別に右翼的な漫画ではないと思いますよ。はい。いろんなあれなんでね、いろいろあるのでですね、まあちょっとネタバレはちょっと避けていただきたいのですが、ごめんなさい。ちょっとセリフ調べてきたんですけど、先の展開を知って批判するのはちょっと、開きがありすぎるかなとは思います。まあ確かにね、だいぶ後ですからね。うん。高市早苗でさえ戦争になって国土が負けて焼け野原になったとしたら、もう二度と女性首相は無理になるんじゃないかと。まあね、だからそこまで進まないようにしなきゃいけないですよね。皆様の思いを背負って今度コラボするときにはオレンジの秘書来てまいります。いいですね。ありがとうございます。お願いします。まあそのネタバレを最大限避けながらですね、このセリフを引用するのですが、進撃のだからですね、さっき投資しろって言ったやつがいたじゃないですか。投資しろって言ったやつに味方した黒人系の、まあ黒人系ってね、明言されてるんですよ、作中で。これファンタジー漫画なんですけど、明言されてるキャラクターがこちらにいるんですが、力を貸した結果、俺の故郷は踏み潰され、俺の故郷は皆殺しにされた。残ったら出来の悪い排外主義者のクズ野郎どもか。お前らに媚びてまで生きるほどの価値なんてない。突然無差別に殺されることはどれほど理不尽なことか知っているはずだろう。どうしてあんたたちがわからないのかと。はい。まあこの方は正しく引用してると思います。海外でもね、進撃の巨人って評価高いんですけどね、ちゃんとね、そういう黒人表彰のキャラクターとかを黒人ですって明言して出してる珍しいファンタジー漫画なんですよ。まあ、舞台はファンタジーなんで、実際の黒人の方々の差別とかを書いてるわけではないんですけれども、まあね、このセリフを言うのはね、この人しかいないと思います。はい。だから作中でこうやって批判されてるセリフなのにさ、なんで言っちゃうのっていうという感じですかね。やっぱツレさんここからです。高市のこの発言も最悪ですが、一部左派が進撃の車力の巨人で揶揄していたのがさらに最悪でした。まず相手が誰にやろうと見た目で、揶揄するの。そうですね。車力の巨人っていうキャラクターがいるんですけど、その見た目で言うのは差別なんで、それは絶対言っちゃいけないと思います。進撃の巨人はガザの若者に世界で全てを書いていると評されたことがあります。そう、パレスチナでも人気あるんですよね。はい、舞台設定が似てるんですよね。僕、みかん大好きです。というか、発言して人類抹殺を図ったキャラでさえ最後までやりたくないなしてるから。もうね、差別を助長する発言を繰り返してきた高市さんが進撃の巨人の言葉を引用するな。これに紛れ込んでる漫画オタクは今こそ漫画やアニメの政治利用について声を上げるよ。最悪だよというですね。まあこの人かなり熱心なファンだと思います。すぐにこのセリフが浮かんでくるっていうのはね、すごいなと思ったんですけど。力を持つのに無批判に委託しろって文脈、それ自体がアウトだから十分ですね。そうですね。進撃の巨人、本当にね、巨神短会に見ていただくとね、私は好きですけどね。はい。ただ批判も多いので、まあ確かに右翼的な捉え方もできるし、いろんなね、評価がある作品ではあります。はい。ギャビさんおやすみなさい。オレンジ色を見てもサーセイ島を連想しないようにする世の中にしたいですね。いや、本当ですよね。はい。ということでですね、今年の言葉が怒りの餌ということで、イギリスのオックスフォード大学の出版局が、今年の言葉としてレイジベイトという言葉を選出したそうです。意図的に怒りを引き起こすようなオンラインコンテンツを維持し、過去1年で以前の3倍の頻度で使われるようになったという、直訳は怒りの餌である。発表によるとメディアの編集局やコンテンツ制作者での議論でよく用いられ、ユーザーのエンゲージメントを増やすための手段として使われる。具体的には特に陰謀論に基づく意図的な誤情報などであると。ということでね、まあレイジベイトですよね。レイジベイト。まあ高市さんにね、私たち怒ってますけどね、まあやっぱ思うツボなのかなという気持ちもありますし、だからといってまあ冷笑してもいけないんですけれども、
いやー、ほんとね、首相がレイジベイトを武器にしないでほしいですよね。で、実際にほんと流行語大賞に選ぶべきってこういう言葉だと思うんですよね。もうほんとイギリスが羨ましいですよ。イギリスも確かに差別とかひどいですけど、で、やっぱりメディア側にこういうことをウィットに言える人たちが残ってるわけじゃないですか。日本にはもはや残ってないですよね。はい。そう、ヘズワリューとか高市さんとかで、立花隆さんとかでやってること、まさにレイジベイトですよね。はい。そう、ユーザーを意図的に怒らせることによって挑発するっていうのが、言葉の語源らしいんですよね。はい。ねえ、まあね、選ぶ前にこの国では流行しないから無理です。そうなんですよね。はい。で、特に、まあ、最後に怒りを呼び起こして申し訳ないんですけど、沖縄タイムスさんが、究極のメディア忖度の話を取り上げているので、最後に報じたいのですが、NHK が米兵の沖縄での性犯罪報道を延期していたことが判明しました。関係者は高市政権に忖度、制作現場からは抗議、政権発足翌朝から2週間後になったと。NHK が沖縄の米兵性犯罪に関する全国放送を高市早苗政権の発足と重なったタイミングを理由とし、政権発足翌朝から2週間後へ延期していたことが分かりました。複数の関係者によると、日米安保を重視する高市政権や世論への刺激を避けようと忖度した結果だというと。NHK は本誌の取材に対し総合的に判断しているなどと説明しているということなんですけど、いやもうこれNHK のだから偉い人がクビにならなきゃいけない事案だと思いますよ。何やってんですかマジで。だからこういうことをやるからオールドメディアと揶揄されたりとか信頼をなくすんですよね。だから私だって擁護したいですし、できればそういうねネットデマとか流行らしたくないから、できればねそういう NHK のようなちゃんとした捜査報道をやってくれるメディアを擁護したいですけど、こういうことされると擁護できないですよね。はい。とんでもねえ話だと思いますし、本来だったら、高市が首相になったタイミングだからこそバンバン報道しなきゃならない話じゃないですか。だけど、まあ先日もね、小泉がなんかニコニコしながら沖縄行ってましたけれども、だからちゃんと報道しないからそういうことになるわけでしょ。はい。まあちょっとほんとね、メディアがねちょっとしっかりしないと本当にファシズムに突入しちゃうんじゃないかと心配になってますので、 NHK の人たちは考え直してください。頼むから。はい、ということでですね、ありがとうございました。メディアの話でした。NHK は相模原事件の特設ページは復活させたそうです。はい。ただね、それもね、私たちの猛抗議がなかったらね、多分ね、あのままにしてるんです。一回消したんですよ、NHK。信じられないことに。なんかね、首相、津久井やまゆり園の事件をね、残さないみたいな感じでですね、一回消してしまったんですけれども、ただそのサイトがすごい猛抗議でですね、関係者の方々の猛抗議でですね、19の命があれでもまだ削除されてるままなのか。今ちょっと検索してみたけど、復活してないのかな。一時復活したって聞いたんだけどな。ちょっと元の URL では残ってないですね。はい。もともとはですね、相模原事件の亡くなった19の命というサイトがあったんですよ。こちらコピーページかな。ちょっとNHK のサイトではないんですけど、こういったページがあったんですけども、今 NHK の公式からはなくなってます。はい。ですね、NHK って報道とドキュメンタリーで別の放送局が作ってる。いや、実際そうなんじゃなかったでしたっけなんか全然温度差がすごいみたいですね。特に政治部とのやっぱ温度差がすごいと言われてますよね。いやもう現実がひどすぎてね、そりゃ陰謀論を信じる人出てくるわって感じしますよね。モスクができると治安がとかどうとかってほざいてる連中は在日米軍基地周辺の治安について何も言わないですよね。いやほんとそうなんですよね。だから在日米軍こそ一番批判しなきゃいけない存在であるのに、
こちら、そっか、アーカイブサイトなのか。公共放送 NHK の相模原市障害者事件の特設サイトの制作を私が担当しました。津久井やまゆり園で起きた障害者殺傷事件の犠牲者19人の方々のエピソードや人柄などをお伝えするサイトです。水彩イラストを用いることで実験性ではなく人間性に重点を置き19の命を残すことを心がけましたということで、はい、NHK はですね、公式 URL は未だにエラーになっているんですけれども、制作者の方がアーカイブを公式で残してくださってるということみたいですね。いやー、消すなよっていう話ですよね、本当に。だからメディアはこういうところが武器最大の武器なんだから、絶対ネットのそういう業者さんにはできない技術なんだから、残すべきだし、こういうのを残していかないと、やっぱ信頼を失うと思いますよね。はい。本当情けないですよね。日本の領土、性被害を考えるのページは復活したんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。そっか。でも19の命復活してくんないとな。日本の領土を占拠している武装した外国人集団ってそう。だからそのもう、だからその、日本に害を及ぼす外国人みたいなもの存在がですね、もし実在するとしたら間違いなく在日米軍ですよ。はい。在日米軍以外存在しないじゃないですか。だから在日米軍を批判せずにそういうこと言ってる人たちは全員嘘つきだと私は思いますよね。はい。納得いかん。公式が残してこそ力を発揮するんじゃないのかというですね。いや、本当ですよ。だって、実はアーカイブだから、これ、実際クリックできたりするわけじゃないし、まあ、拡大はできるんですけれどもね。はい。いやー、ということですね。ということで、ちょっとお水飲ませてください。最後まとめに入ります。はい、失礼しました。ちょっとね、19の命についてはすみませんでした。やっぱり元のページは消えちゃってるみたいですね。はい。いやー、ということなんですけど、オールドメディアっていう言葉を使うぞっていわゆるネトウヨみたいな人が多いですね。かといって左派的な視点で見てもテレビや新聞の報道には疑問を抱きます。そう。我々が疑問を抱いてる点とね、彼らが疑問を抱いてるポイントが違うんですよね。はい。そう。ムスリムの土葬墓地をはるかに超える広大な土地をアメリカ軍は不当に占拠し、海域も空域も占拠しているという、まさにその通りですね。はい。そこを批判しない人はね、まあ、愛国者じゃないと思いますよ、私は。そう。だから NHK にそうサイトを消させる事態に追い込んだのもね、やっぱりマスメディアですからね、民放側の圧力だったり、その NHK 叩きをしてた、まあ、ぶっ壊すみたいな連中の責任が大きいと言われてますからね。だからね、本当に追い詰めるべきところを追い詰めてはいけないところを追い詰めてしまってるっていうのが、本当ちょっと救いがないなと思います。はい。ということで最後はですね、こうしたネオファシズムの動きに抵抗する、そしてネオファシズムは一体どういうものなのかというところでちょっとお話ししたいと思います。このゆっくり解説がめちゃくちゃバズっているのですが、ですね、今ね、チャンネル登録者数870人くらいなんですよ。私見た時100人ぐらいだったんですけど、今だったらね、広報古参面できるので、ぜひこのサイト登録してください。いや、なんかね、初めて発見したっていうか、最近なんかゆっくり解説を始めた方みたいなんですけど、この動画すごいです。ぜひ見てください。人種、金、IQ、極右の資本主義、ハイエクの私生児たちということで、まだ日本語訳されてないですね。ハイエクの私生児たちという本があるらしいんですが、それを、日本語訳して解説されておられる、なんかすごい、ゆっくり YouTuber の方がいらっしゃいました。で、高 IQ は個人であれ国家であり成功と自由市場への評価を決定するという、まあなんかこの毒々しい感じの、画像が次々と流れる、まあちょっとね、ショッキングな内容なんですけど、この内容をですね、まあちょっとまとめたんですが、
ボストン大学の歴史学者クイーン・スロボディアンの著書ハイエクの私生児たちに出てくる思想史を紹介していると、一見バラバラに見えるグローバルな自由市場、新自由主義と極右ナショナリズム、人種首相が、実は意図的に融合した今の思想が今の潮流であるっていうことを解説してるんですね。なるほどなという、感じの納得感があるんですけど、ニューフュージョニズムというふうに、スロボディアンという人は表現してます。ニューフュージョニズムとはどういう思想かっていうと、市場は最大限に自由にしてほしい。でも人はそれをふさわしい人にだけ与えてほしい。つまり、文化的に望ましくない電柱、マイノリティとかイスラム教徒とかそういうやつらには我々の富を奪われたくないっていうことで、国境とか人種とか IQ とか伝統文化とかハードマネーとかそういうへりくつをつけてですね、とにかく私たちが王様であるということを証明しようという、オルタナ右翼の極北みたいな思想という、そういう風にスロボディアンって人がまとめてるだけなんですけど、でも今流行してる思想ってこういう思想ですよね。先民主義ですよ。で、なぜこの思想が必要とされたのかと、戦後公民権運動、福祉国家、アファーマティブアクションなど平等を求める要求が拡大してきた、新自由主義者の人々はこれを市場秩序を乱すものとし、激しく嫌ってきた。でも国家介入は嫌だ。国家に介入されるということはつまり社会主義だ。社会主義は嫌だ。社会主義や共産主義は嫌だという思想なので、国家に頼らず平等の要求は何としてでも抑え込みたい。そこで、これは政治ではなく自然法則、人種、IQ、国境、金、セクシャリティでも何でもいいですけれども、こういったものは変えられないと。だから我々は選ばれし者なのであるというロジックを作り、平等を要求する奴らはですね、インチキで無意味であるというもう身も蓋もないんだけど、今のね、極先民エリート主義みたいなのってまとめると確かにこういう思想ですよね。はい。だからスロボディアンさんはね、この具体的にその極右の思想家とかもいろいろ挙げてこうやって説明してくれてるんですけど、社会的な階層、文化的な排除、そして政治的な離脱というのを正当化し、階層秩序の新たなる階級社会みたいなものを作り出そうとしているというような解説書になっているそうです。私原著を読んでいないので実際この人が話を持っているというか原著通りのきちんと内容にさせてるかはちょっとわかんないんですけど、日本語でわかりやすく解説してくださってるのでよかったらこの動画チェックしてみてください。はい。ですね。そんなチャンネルがあって、いや、なんかね、いきなり最近、ピックアップされて上がってきたんですよ。なんか3本ぐらいしか動画出してないんですけど、チャンネル登録が爆発的に増えてて、だから今、入れば、チャンネル登録すればですね、広報子さん面ができると思います。いや、何がって感じなんですけど、全然。はい。19の命のサイトを消すことになってしまった原因って、だから NHK さんがその民業圧迫とか、そうやって、NHK はね、ぶっ壊すみたいなことを言われまくって、結局、サイトを縮小せざるを得なくなったんですよ。それが原因だと言われてますね。はい。普通の日本人って確かにこんな感じですよね。なんかやっぱり先民思想ですよね。自分たちマジョリティこそが選ばれし者みたいな。彼らはちょっと行き過ぎだろというか傲慢すぎでしょというか別に知的エリートでもなんでもないじゃんって感じなんですけれども。はい。でもイーロン・マスクとかね、前澤なんとかさんとかの思想はこんな感じなのかなと思いますよね。そう、確かにアメリカのマガとかはそういう人たちに憧れてる集団みたいな感じですよね。さっきチャンネル登録してきました。棒式1000人に到達しよう。素晴らしいな。はい。私はちょっと伸び悩んでおりますが、そういうサイトは積極的に紹介していただきたいですね。先ほどのね、19の命のサイトにも通じる話なんですけれども、こういった思想が何を抑圧するかというと、わかりやすく言えば障害者の人たちですよね。私もですが。特別支援学校生を18歳以上の人口から文科省が除外していたことが分かりました。文部科学省の学校基本調査で大学進学率などに使用される18歳人口の統計から障害のある児童生徒が通う特別支援学校特使の卒業生が除外されていることが毎日新聞の調査で判明しました。
18歳の人口は中央教育審議会でも参照される教育政策の重要指標で、大学進学率も不正確になります。有識者は正確さを欠いた統計である上、文科省側に差別意識があると感じられると指摘しております。はい。学校基本調査は国が重要と定める基幹統計の一つなんですけれども、大学入学者を3年前の中学校卒業者で割って選出されているものなんですが、これに対して特別支援学級の卒業生の人たちがなぜか除外されてたんですね。なぜっていう。だからそもそも正確さを統計として書いてますよね。除外してしまったら。はい。だからなんでこんなことしたのっていう、まあ本当むき出しの差別としか言いようがないんじゃないかと思うんですけれども、もうなぜこういう運用になったかもよくわかんないし、一応文科省の担当者はなんかその年齢が正確に割り出せないとか、特別支援学級の人はね、留年する人が多いとか、なんかそれ自体も差別だろうみたいな理由を並べてるらしいんですけれども、まあちょっと絶句しますよね。国の基幹統計からしては障害者って排除されてんだ、そうなんだみたいなですね。まあこういったこととか、まあ外国人排除もそうですけれども、マイノリティ排除みたいなことを当たり前にやってたら、そりゃね、こういうスーパーウルトラ新自由主義みたいなのを信仰する人たちがね、自分たちはエリートじゃないとしても増え続けても別にまあ不思議ではないのかなという気がいたします。NHK はラジオ第2放送もなくなるみたいですね。はい。だからコストカット言われてね、大事なとこをコストカットしちゃってる感じですよね。烏丸百個地上波に行きたいですね。もうどこに怒りをぶつけていいのかわかんないですね。障害者を地域社会で生きろというくせに隔絶させてるのはてめえらだろうという気持ち。いや、ほんと許せないですよね。はい。だからね、なんでこうなるのかという話なんですが、まあ本当ね、こういう動きに対して何が我々対抗できるのかっていうことをまあ最後に言っていきたいんですけど、まあやっぱり勉強してね、対抗するしかないのかなとも思いますよね。最近ね、ちょっとお姿見てなかったんですが、ちょっと音楽流れるので、ちょっと音楽で消しちゃうんですけど、一緒に踊ってんのがですね、国連特別報告者のフランチェスカ・アルバネーゼさんなんですけど、グレタ・トゥーンベリさんが久々に元気な姿をお見せになられました。ノートでも書いたんですけど、イスラエルからひどい虐待を受けて大丈夫なのかなって、ダメージ受けてないのかなっていうふうに思ったんですけど、さすがにすごいですね。超タフです。活動がグレタ・トゥーンベリと国連のフランチェスカ・アルバネージが金曜日ジェノバでパレスチナ連帯を支持するイタリアの数百人のデモ参加者に加わり、全国的ストライキがイタリア全土で発生。これはジョルジュ・メローニ首相の提案する軍事実質とイスラエル支援に対するものであるということで、まあメローニ首相ってなんか高市さんと比較されてね、すごいなんか日本でも人気が高まってて素晴らしいって右翼の女性首相ということでなんか持ち上げられてるんですけど、まあ国内の評価はこんなもんですね。はい反対派もめちゃくちゃいるので、はい、本当ね、トゥンベリさんやイタリアの活動家の皆さんには頑張ってほしいなと思います。そう先ほどのニュースですね、18歳人口の進学率の母数から障害者を排除してたっていうことなんですよ。だから本当にね、そういうことだってやっぱり勉強して知らなきゃわからないし、こうやってイスラエルの暴虐とかについてもやっぱり何も知らなかったと思うんですよね。私も知らなかったですし、はい。で日本でもですね、こういった活動をしてらっしゃる方いらっしゃるんですが、杉原浩二さん、先ほどの、イスラエルの武器輸出、ドローン輸出にも反対されている方ですね、スーダン出身の方がいらっしゃいました。今、スーダンではもう一つの虐殺が現在進行形で進んでいる。内戦ではない。UAE が資金提供する RSF というテロ組織によるゼノサイドである。ガザと同じように苦しんでいるスーダンの人々を忘れず声を上げてほしい。資金提供する UAE はボイコットしてほしいということで、スーダンのね、人権派の方々も合流してくださいました。UAE なんですが、UAE ことアラブ首長国連邦なんですが、11月27日の報道によりますと、来年2月に国賓として大統領が来日するそうです。止めるべきだと思います。天皇と会ったりとかね、まあ高市と会ったりとかする予定らしいんですけれども、やめさせろと思いますよ。人材進行形で虐殺してる国の主賓呼ぶとかありえないでしょう。おかしいですよ。はい。だからね、
やっぱりこういうこともでも知らなきゃ私もスーダンのこと分からなかったと思うので、はいですね、ちゃんと報道を見て、日本の報道はちょっと頼りにならないところはありますけれども、はい、事実を知ってですね、やっぱり市民の側から反対の声を上げていくってことが大事なのかなと思います。ホップスさん、ここからです。ノート見ました。丁寧な翻訳だと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。日本にこの2人が来てもこんなに人が集まるかな、スーダンもコンゴもだということでですね。いや、本当にね、パレスチナ連帯運動をもっと盛り上げたいですけどね、なかなか人が集まらないですね。イタリアはヨーロッパではジェンダーギャップきつめの国みたいですね。まあ日本の方がひどいですが、そうなんですよね。だからイタリアも女性差別結構ひどいんですよ。イタリアというか白人ヨーロッパ国家にしてはですけどね。だけど、まあそこでメローニさんみたいな人がね、ちやほやされているというのは、まあ高市現象に似ているとは思います。はい。グレタさんの方ですね。ありがとうございます。ということで、ノートにはね、グレタ・トゥンベリさんの事件も書いてるので、よかったら参照してください。そして、パレスチナの人たち、当事者の皆さんの動きなんですが、ガザの学生たちがガザイスラム大学で学び始めました。イスラエル占領軍は大学をめちゃめちゃに破壊しましたが、不屈のガザのパレスチナ人は必要な建築資材も何もないのに校舎が再建されたということでですね、どういうことっていう、ちょっとびっくりするんですけど、もうパレスチナ人の人たち、ほんとすごいんですよね。こういうのをなんか美談として消費するのも違うとは思うんですけれども、パレスチナの大学って全部めちゃめちゃに破壊されたんですよ、イスラエルによって。でもなんかいつの間にかリノベーションされてですね、このように、最低限勉強できる体制に整っているらしいです。ね、それをでも学ぼうというやっぱり意欲が素晴らしいですよね。はい。だから日本はね、確かにそれなりにパレスチナの支援してますけど、全く足りてないし、だからイスラエルにも色目を使っているので、何としてでもですね、こうした動きを支援しなきゃいけないなと思います。他にはですね、ICC の茜智子所長が、圧力に屈しないとコメントを出されました。米制裁ロシア逮捕状をめぐりということで、国際刑事裁判所 ICC の茜智子所長は 1日、締結国の年次総会で ICC の職員に対するアメリカの制裁ですからね、ロシアじゃなくて、やロシアの逮捕状発行などを受け、我々はいかなるものからの圧力にも屈しないと演説しました。トランプアメリカ政権は2月 ICC の関係者への制裁を可能にする大統領令に署名し、戦争犯罪の容疑などで、ベンヤミン・ネタニヤフらの逮捕状を請求したカーン主任検察官や裁判官6人ら9人の職人を制裁対象に指定しています。なんですが、茜さんは演説で米国の制裁対象となった職員や家族の生活は不安定になっている。対象となった職員は米国だけではなく欧州などの一部の ICC 締結国内でも金融取引が制限されており、このような不当な弾圧はですね、やめるべきだと、いうことを言っておりました。当たり前の話だと思います。そもそもね、プーチンと同列にされている人物なんですよ、ネタニヤフって。そのネタニヤフを全力で擁護しているっていうことの意味が分かってないですよね。はい。なのでですね、っていうか、茜さん、あんまりだから民族性とか持ち出したくないけど、日本人なんだから、日本は全力でバックアップしなさいよという話ですよね。はい。ということで、プーチンもネタニヤフも逮捕されるべきだと思います。いや、イスラム教徒の人たち、本当粘り強いですよね。だからといって、やっぱり弾圧とかを受けてきたことが、原因だと思いますので、そこをね、なんか素直に我々の側が商用するのは違うとは思うんですけども、でも素晴らしいと思います。はい。だからね、なんか日本人女性っていう理由だけで高市さんを支持してる人は、茜智子さんのことどう思ってんですかね。私はよっぽどね、茜さんの方が誇りに思いますけどね。はい。あとですね、あまり私が普段褒めたい立憲民主党なんですけど、中道リベラル政党の国際組織進歩同盟に加盟を調整しているそうです。どんどん加盟していけばいいと思います。ようやくこういう動きをしてくれたかという感じですね。私はずっと言ってた記憶があるんですけど、アメリカ民主党や米国労働党など、中道の政党ですけれども、そういった、政党たちがですね、加盟している進歩同盟に、立憲民主党が正式に加盟する、打診をしているそうでございます。はい。
まあ当然だと思いますよ。イギリス労働党、イタリア民主党、ドイツ社会民主党、フランス社会党ですね、スペイン社会労働党、アメリカ民主党、カナダ新民主党などなどですね、リベラル派、中道派の政党はみんな加盟している、同盟ですので、やっぱりね、ファシズムの台頭にはですね、インターナショナリズムで対抗するしかないです。はい。だし、まあ、進歩同盟にやっぱり加盟するような、政党っていうのは、まあ、与党としてふさわしいんじゃないですかね、一番。はい。って思いますけどね。はい。普通の考えじゃないですか。あえて普通という言葉を使いますけど。そう、リベラル国際団結しなきゃダメですよ。絶対勝てないですからね。あ、ゴゴブリンさん、明日も仕事なんでお休みます。ありがとうございました。戦争反対、虐殺反対、差別反対ということで、もうちょっとで終わります。ありがとうございました。いやー、ほんとね、茜智子さんとね、田村智子さんね、ダブル智子さんで応援してほしいですよね。本当にずっと思ってるんだけどな。なんでそうならないんでしょうね。でも立憲民主もな、辻元さん党首にしてね、政権取ったら絶対変わると思うんですけどね、私はもう進歩同盟に入るんだったらそうしろよって思うんですけども、はい、なんか意外かつ国民民主党とかに言及してるんですけども、国民民主はどうでもいいよ。万国のリベラル団結しないと、そう、極右もなんかね、結集しようとしてるんだから勝てないですよ、本当にこのままいったら。うん。だから勝てないのだから、やっぱりね、勝つためにはね、何でもしなきゃダメだと思いますよね。はい。左に切りましょう。ということでね、なんか、立憲民主党解体デモをやります。国会の答弁を聞いてると全く国益のためになっていません。日本のために働けないなら議員辞職してくださいという、なんか与党でもないのに立憲民主党を解体しようという人たちが集まっていて、まああまり、さすがにバカにされていてですね、まあ連勝する気もないんだけど、あんまり支持を集めてないそうなんですけれども、まあだからね、だってアメリカ民主党とこれとだからね、アメリカ民主党とかイギリス労働党と同じ立場にある政党に対してまあそうやってね解体しろみたいなことを言うのはまあ端的に言って極右集団なのではないかと思いますし、国際的にもそのように評価されるべきだと思います。はい。まあそうですね、野田さんにはちょっと期待できないというかね、やっぱりどうして変えてほしいですよね。だからね、まあこういうデモをやってもね、世の中が悪くしかならないんだからやめなさいよという話だし、高市さんを支持するのもやめてくださいという話ですよね。絶対ろくなことにならないんだから。そう、立憲民主党がでも与党みたいになってる証拠でもありますよね。もう答弁とか何見てもね、立憲の方が与党らしいじゃないですか。もう高市さんの方がなんか極右野党の党首みたいになってるからね。はい。ですね。何かにつけて解体しすぎるのは、解体や弦だけにしてくる。解体や弦はいい漫画ですね。最後にこの記事ですね、とても良かったのでちょっとご紹介して終わりにしたいと思うんですが、戦争が終わっても続いた苦難、松代大本営の、仮御座所に設けられた児童養護施設敬愛学園と戦災孤児ということで、廃線となり工事が中断した長野県などの、大本営のうち出来高 100%、 つまり完成していた施設が2つあった。1つは地下壕8号倉庫でしたが、こちらは軽石で落盤が激しく作業を打ち切り食料庫として完成した事情があり、もう一つロゴ倉庫に接するように建てられた仮御座所というところがあったということで、まあ天皇の仮住まいだったとかですね、そういった話、歴史的な話がいろいろ書いてあるんですけれども、この方がねいつもおっしゃってるのは戦災孤児の問題ですね。戦災孤児がどのようなひどい扱いをされたか、当時ですね、本当に人権を奪われて、めちゃめちゃな扱いをされたんですよね。不老児として扱われ、実際ね、人権も保障されず、牢屋に閉じ込められたりとかですね、ひどい扱いをされていたんですけれども、まあ一方この排他的な対応、何か既視感があるように思います。つくづく強制よりも排除を選んでしまう日本社会なのだなと。そしてそれにめげずに支えていく人、頑張る当事者がいることもまた変わらないのでしょう。戦争や戦時体制はこうした弱い立場の人たちを切り捨てていくのです。どんな人でもそれぞれの人生で全うできる社会は少なくとも戦争と無縁な社会、それを強制されない社会でなければならないと強く思いますと、いうことでですね。まあやっぱり歴史に学ぶべきだと思いますよね。やっぱり戦争体制って絶対こうなるんですよ。
今までね、いろんな国の、状況ですとかで戦時体制みたいなものを見てきましたけれども、やっぱりですね、戦争の用意をしているような国っていうのでは人権が弾圧されますし、強権的な政府がですね、支配するようになったりですとか、大量の難民が発生したりですとか、いろんなことがやっぱ起きてくるわけじゃないですか。で、そういった、ね、思想を肯定する、ファシストみたいな人たちが今たくさん出てきてるわけですよね。だからやっぱりそうした動きに対抗するっていうのは、どんな人でもそれぞれの人生を全うできる社会、自由な、ね、個人の自由が尊ばれる、人権の尊ばれる社会っていうのが、必要なのだと思います。はい。そのためにはですね、やっぱり国際的にそういった勢力が連携しなきゃいけないなと思いますよね。日本保守党の名古屋凱旋が1000人集めたから立憲も動員でも何でもして100人規模の凱旋やってほしい。そうですね。だからそうやってやっぱり連携してね、ファシストに立ち向かっていく姿勢が必要ですよね。同性婚の投稿していいねくれた性的マイノリティ当事者の投稿を追ってみたら立憲解体デモや高市あげるなんかでもそういう人はな、ちゃんと説得してこっち側に来てほしいですね。遠回し高市支持者にとって立憲は侮れないって言ってるようなものですしそうですね。あれだけなんか答弁されるの答弁とか聞かれるの嫌がってるっていうのはそういう反応ですよね。はい。最近、霊障という言葉を唐沢さんで覚えました。ありがとうございます。霊障は良くないですよ。だからですね、みんな生きるのに必死なのは事実ですよ。今、インフレでみんな生活苦しいですし、でもそういう時にやっぱり強制よりも排除を選んでしまう社会じゃダメだと思うんですよね。やっていけないじゃないですか。結局ね、弱い人たちをいじめて、なんとかしていくみたいなね。戦後の時代はたまたまその朝鮮でね、朝鮮戦争があって、それで、みんな結局ね、お金持ちになれたかもしれないですけども、あんなことは起きないし、起きてはいけないと思いますし、他国に武器輸出して儲けるなんてもってのほかですよね。はい。だから自国のみをね、のことを考えてはいけないって日本国憲法にも書いてあると思うんですけれども、そうではなくて、苦しい人たち同士でですね、どうにかして連帯し合う、支え合うっていう方向性でいかなきゃいけないですし、日本国内だけじゃなくて海外にも目を向けないといけないと思いますね。はい。そうですね。やはり高市さんの支持者の人たちはね、日本が今こういう一気に戦争みたいな雰囲気に向かっていってるっていうことを分かってない人たちだと思うんですよね。それは本当に危険なことだと思います。日本のメディアがやっぱりね、ちゃんと知らせないからいけないんですけれども、それこそね、相模原事件の犯人の思想なんてナチズムですし、あれをやっぱりナチズムって言えなかったこともね、含めてですけれども、日本の言説がね、ファシズムをファシズムとしてちゃんとフレーミングできてないっていうところが、私は問題あると思っているので、はい。だからこういうこと言うやつはファシストですからね。IQ とか人種でね、人間の成功が決まるみたいなことを今時言ってんのはファシスト以外の何者でもないですからね。はい。っていうことを言っていく必要があるかなと思います。今ちょうどチェンジオルグ経由で NHK は受信料の支払いを強制するのをやめてくださいという署名の案内が来ましたが、そんな君たちは立花隆はじめ N 国党のせいなのでそちらに文句言ってくださいという話ですね。いや、立花隆本当天文学的な賠償額になると思いますけどね、普通に NHK 側にいろいろね、今までのこと全部支払いさせられたらね、はい。だからあいつのせいでどれだけ迷惑がかかっているのかと。ようやくね、立花も逮捕されましたけど、それこそ立花さんもニューフュージョナリズムに近いような思想の持ち主でしたし、強者が勝てば最終的にいいのだというような、世界観の持ち主ですけど、そういったね、社会は誰も幸せにしないのでですね、止めなければいけないと思います。はい、ということでですね、すいません、最後ちょっと駆け足でございましたが、本日もですね、長い配信お付き合いいただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価とよくお願いいたします。間違えた。ありがとうございました。最近現在の山百合園を取材したドキュメンタリーが放送されていましたよね。多分 NHK だったかとすごい変革を遂げておられましたということで、だからそう NHK はそういう報道してくれますからね。なんだかんだ言ってやっぱり社会に必要なんですよ。私も NHK 批判してますけど、でもやっぱりね、これ以上なんかがっかりさせないでほしいし、ちゃんと頑張ってほしいですよね。受信料徴収してるんだったら。はい。
なんとかしてください。19の命も復活させてください。はい、よろしくお願いします。もう立花さんはね、もうシャバに出してはいけないと思いますよ。はい、出るべきじゃないと思います。はい。立花は昨日 NHK に負けてました。そっか、昨日負けてたのか。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、これからも負け続けるでしょう。お疲れ様でした。戦争、紛争、虐殺、差別、独裁、反対、粉砕ということでですね、いつもありがとうございます。はい、ということでですね、ちなみにちょっと、お知らせというか、投稿でも書いたんですが、ちょっとですね、今週ですね、月賞と、いろいろ年末と重なっておりますので、12月4日にはウィシュマさん裁判の証人尋問が始まるんだ。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。金曜日のですね、配信ちょっとお休みさせてください。申し訳ございません。12月5日多分ちょっと用事も入るような気がするので、はい。ちなみに、一応12月4日の日はですね、先ほどご紹介した、練習台湾の方を見る予定でございます。はい。興味ある人はチェックしてみてください。で、6日の土曜日の日もですね、ですね、あとゲーム配信がですね、1回、変更が終了しましたんで、でノートの方をですねちょっと更新して、こちらですねちょっとお知らせでこれからについてみたいなちょっと不穏な感じだったかもしれないですけど引退するとか活動を休止するとかそういったネガティブな行為では全くございませんのでご安心ください。どちらかというとポジティブなお知らせになる予定でございます。はい、なので日曜日については面言配信などもしていきたいというふうに思っておりますし特にですね長くお休みしたりする予定はないのでまた、来週も来ていただければと思います。というわけで、本日も遅くまでお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。